信をご覧の皆さん、こんばんは、バッチです。さあ、今週も、玩具レビュー生配信の時間がやってまいりました。イェイ。いやー、始まりました。いやー、なかなか大変でしたが、なんとかかんとか形ができました。いや、もうほんと、いつも言ってるようなんですけれども、今日もめちゃめちゃ大変で、いやー、ここ来るまでえらい大変でした。もうね、ここの撮影するところも何もかにもね、散らかりっぱなしで、何も片付いてない状態でね、もうダンクーが出すのもめっちゃ大変で、間に合わない、間に合わないって思いながら、今一生懸命片付けながら、はい、準備をしておりました。もうね、ほんととにかくね、日中も何にもやれる時間がないんですよね。なのでちょっとまだ生配信のね、準備がほとんどできておりませんので、今ちょっとやってしまいますので、少々お待ちください。はあ、頭がシュワーっとしますね。さあ、そしてですね、今週の生配信なんですけれども、ちょっとね、告知などでは、言わせていただいておりましたが、本日、私、バッチのですね、お誕生日ということでございます。イェイということでですね、今回は、お誕生日生配信ということでですね、いいおじさんが何を言ってるのかということなんですけれども、はい、お誕生日生配信ということでね、なんかちょっと特別なやつやりたいなーなんていうふうに思ってたんですよ。はい。で、どうしようかなと。で、自分へのお誕生日プレゼント的なね、感じもやりたいなと思って、なんか特別なやつをなんて思ってたんですけど、はい。やっぱりね、その時にも、やっぱりこう、ピンと来たのは、やっぱり僕の中ではダンクーガということでございまして、はい、こちら、ドドンザ合体ですね。メカスマから、はい、発売されました。はい、ザ合体レーベル、鋼ワークスシリーズですね、の、ザ合体版ダンクーガ。はい、こちらをレビューさせていただきたいと思います。イェイ。おお、ついにレビューする時がやってまいりました。いやー、もうね、もうこの生配信ではね、よくよく言っている話なんですけれども、僕のですね、やはりこう、魂のロボットっていうのはね、このダンクーガになるんですよね。はい。それで以前ね、ダンクーガのね、始祖の、はい、ロボット玩具でございました。当時のね、デラックス超合金のダンクーガもレビューさせていただきましてですね、はい、非常に楽しかったんですけれども、いやー、その他にもね、いっぱいダンクーガ系のおもちゃ持ってまして、はい、超合金魂もね、初期版のやつと、あと後期版のね、ちゃんとファイナルダンクーガに合体できる版のやつと、はい、2つ、2種類とも持ってましてね。で、さらにね、センチネルから出た、はい、ダンクーガ、もう2種類ですね。初期版のやつと、あとね、ちょっとね、暗めの、ちょっと黒がね、濃いバージョンのやつがあるんですよ。グレー、初期版はグレーなんですけど、後期版はね、ブラックのやつがあって、そのブラックバージョンもね、2種類持ってまして、はい。で、その他にもね、SMP ももちろん持ってますし、いろいろあの、購入はさせていただいてるんですけれども、やはりね、今回お誕生日生配信ということでね、はい、やりたかったのはこちらですね。ザ合体版。もうまさにね、決定版、ダンクーガの玩具の、もう決定版と言っても差し支えないであろうというね、クオリティを持っている最高発の、はい、ダンクーガになっております。ね。もうね、めちゃくちゃクオリティ高いんですよね、やっぱり。なので、ちょっとね、今回は生配信でですね、ちょっとじっくりやらせていただきたいなと。
で、その他にもね、やはりこのダンクーガ、この拡張ね、合体拡張という意味では、はい、ファイナルダンクーガっていうね、ブラックウィングとの合体のバージョン、強化合体が、はい、あるんですけれども、このファイナルダンクーガもあり、かつ、最近ね、追加された新しい強化合体、正当なね、クロスアップ型の正当なグレート合体的なね、勇者合体的な強化合体を施されました。アルティメットダンクーがなるね、強化形態もはい、登場いたしまして、それらの強化合体すべてをこなすのは、この座合体はのみなんですよね。はい。で、そしてね、先日、ファイナルダンクーガに合体するための座合体版の、はい、ブラックウィングがね、発売されたばかりということでですね、いや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 、座合体版ダンクーがね、もう続々登場という感じなんですけれども、はい、というところもあったので、もう決定版ダンクーガということでですね、やはりこの記念の、はい、生配信にて、3回に分けてですね、この座合体シリーズのダンクーガをちょっとね、レビューしていきたいな、なんていうふうに思っております。イェイ！おー、素晴らしいですね。めちゃめちゃ楽しみにしておりました。いやー、ちょっとね、この座合体版ダンクーがね、めちゃめちゃ僕の中では、はい、ちょっとね、しっかりとレビューしたいやつですので、ちょっとね、体の温まりをね、ちょっとやらないといけないなということでですね、ちょっと、アイドリングタイムを設けさせて、例によってね、アイドリングタイムをちょっと設けさせていただきたいな、なんていうふうに思っております。いやー、大変だった。今日ね、祭りがありましてですね、お祭りに行ったりして、あとやっぱりね、今月の半ばに上の娘のね、中間テストがあるんですよ。でもこれのね、勉強に付き合わなきゃいけないのがほんとえらい大変で、ほとんどの時間全部持ってかれちゃう感じですね。じゃないとね、なかなかこう、勉強がね、前に進まないんで、もうしょうがない。老体に鞭打ってちょっとね、やっているんですけれども。いやー、だからね、もうとにかくね、自分のためにどうこうする時間がとにかくない中でですね、今日はまあやはりね、季節ごとですので、あのやらなきゃいけないなということでね、お祭りにも連れて行ってですね。いやー、もう大変。もうだからね、生配信いつもやってるじゃないですか、毎週。このね、生配信やって、お片付けするのしないといけないじゃないですか。でもね、いやー、なんかね、こう、生配信で一生懸命こうやってね、遊ぶじゃないですか。やっぱね、この情が移ってね、片付けられなくなっちゃうんですね。いや、これ、このまんまにして、そのまんま動画撮りたいとかってね、思って、そのまんまにしても、翌週まで撮らないから、次のやつ広げなきゃいけないからみたいなのでね、どん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 ね、雪だるま式にね、散らかっていくんですよ。片付けりゃいいのにね。なのでね、もうちょっとね、収集つかなくなってる状態でして。一気にね、どっかでドカーンと時間取って、おもちゃをね、一気に整理したりしたいな、なんていうふうに思ってるんですけどね。なかなかどうしてうまくいかずですね。もうとにかく時間だけがこう、むしり取られていく感じですね。あ、コメントいただいておりますね。おとっかめライダーセーバーさん、こんばんは。今日も少しだけよろしくお願いいたします。俺合体研究所さん。どうも、おとっかめライダーセーバーさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。はい、そして、山中幸雄さん、主さん、皆さん、こんばんは、お疲れ様です。そして、お誕生日おめでとうございます。さて、今日はトイザらスで
デラックスエクスプレスギャバリオンとウルトラソフビシリーズのウルトラマックスなどを買いました。あ、どうも、山中幸雄さん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。お誕生日。ありがとうございます。はい。チャーさん、こんばんは。改めてお誕生日おめでとうございます。あ、どうも、チャーさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。いいおじさんなんですけれどもね、なかなかこう、やはりね、お誕生日ということでね、特別にやらせていただければなと。はい。スネマさん、こんばんは。あ、どうも、スネマさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。あ、そして、山中幸雄さんからスパチャを頂戴いたしました。山中幸雄さん、いつもありがとうございます。乾杯。いやー、ありがとうございます。チアさん、モデルド、ダンクガーも楽しみです。あ、そっか。モデロイドもそういえばダンクーがね、言ってましたよね。しばらく前のね、あれでね。あ、今回のメカスマインパクトで言ってました。実は僕ね、メカスマインパクトも見る時間がなくてですね、チラ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 見したりですね、あとはもう基本X での皆さんのポストで知ったぐらいな感覚で、あんまりね、終えてないんですけれども、ね、あれの時出てましたよね。ね、アルティメットの時にね、なんか、モデロイド版も出るって言ってたんですけど、あれって進行してるんですかね。なかなか把握しておらず。ああ、でも楽しみですね、モデロイド版も。山中幸雄さん、かっこいいですね。いやーもうね、めちゃくちゃクオリティ高いですからね。ちょっと後ほどね、しっかりやっていきたいな、なんていうふうに思うんですけど、いやーもうね、この佇まい、ね、ヒューマノイドモードの佇まいだけでも、ちょっと、他とレベルが違うよっていうのをね、醸し出しておりますね。うん。えっと、T ブレイド3065さん、こんばんは。はじめまして。あ、どうも T ブレイドさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。いや、ぜひぜひ、玩具好きの方は大歓迎でございますので、はい、いつでも、毎週土曜ね、やっておりますので、いらしてみてください。スネマさん、スネマさんから、非常に大量なスパチャを頂戴いたしました。お誕生日おめでとうございます。これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。乾杯。いや、めちゃめちゃ高額のスパチャを、スネマスさんから頂戴いたしました。ありがとうございます。いやー、ありがたいですね。素晴らしい。山中幸雄さん、ナイススパ。ありがとうございます。チェアさん、自分のダンクーガは超合金魂、初版で止まってます。モデロイドがとにかく楽しみです。なるほどね。いや、もう超合金魂もめちゃめちゃいいですからね。もう僕はね、超合金魂でね、もう本当にびっくらこいちゃいましたからね。もうデラックス超合金でもうずっとね、大好き大好きなんて思ってたんですけど、いや、もうはるかね、何十年も経ってから、超合金魂でね、リメイクされてあんなすっごいクオリティで出てくるなんて思わなかったから、いやー、超合金魂ダンクーが本当にね、素晴らしかったですね。うん。ただね、初版が出てから、だいぶ経ってからなんですよね。ブラックウィングが出たのがね。うん。だから、初版のやつはね、合体できないんですよね。で、後期版のやつは合体できるし、あとね、色違いみたいな感じで、ちょっとね、超合金魂も、ちょっとね、若干の色違いが出てるんですよね。うん。なかなか難しいですね。いや、でも、モデロイドがね、めちゃめちゃ楽しみではありますね。自分の好きなカラーで塗れるっていうのもでかいし、やっぱりこのね、超合金魂とかザガったり、さすがにね、自分でちょっと手を入れたくはないですよね。やっぱりね。うん。ちょっと支部に調整ぐらいはやりますけど、それ以上やりたくないですもんね。ってなったら、やっぱりこう、プラモで、
変形合体できるプラモでやれるのが一番いいですよね。だけど、SMP がね、ちょっと残念な感じだったから、あれは本当に残念だったね。で、しかもね、お試しでやられちゃったんですよ。初めて SMP とかの設計にね、参加する会社さんの初めてのね、なんかお試し商品的な感じでね、ダンクーガーをやられちゃって、だからね、ダンクーガーのクオリティめちゃくちゃ低いんですよね、あれ。本当に、なんでダンクーガーをそんな捨て鉢みたいにするんだろうってね、ちょっとバンダイにめちゃめちゃ腹立ったんですけどね、あの時。なんて、確かにモデロイドでね、出してくれたら本当に最高ですね。まずね、この最初の超合金魂のダンクーガーの、プロデュースされてた、あの、よえっと、ヒロさん、ヒロさん、すみません。よし、あ、しまった。これだ。すみません。田中宏さん、すみません。なんで出てこないんだろうね。あんなに素晴らしい人なのに。もうびっくりだね。やってた、手掛けられてた田中宏さんが、あの、バンダイを退社して、メカスマをね、グスマカのに入られて、メカスマを立ち上げられて、で、ダンクーガをね、プロデュースされたんですよね。だから、超合金魂もやられて、さらに、ザ合体でももう一回リベンジみたいな感じでやってるんですよね。だから超合金魂の時にできなかったものも全部ぶち込んだみたいなこと言ってましたから。でね、モデロイドはもうもちろんね、田中宏さんがもうね、携わられるんでしょうから、SMP の時のような惨劇はね、おそらくモデロイドでは起こらないであろうということで、非常に楽しみですね。いやー、しかしやばいね。本当に人の名前がね、ポーンと出てこなくなるんですよね。まあ、あんまりね、こう、伝わらないかなとは思うんですけど、いや、本当にね、なんかね、その部分の記憶がね、ほんとぽっかりね、なくなっちゃうんですよね。あれ怖いもんでね、いやー、恐ろしい恐ろしい。おとかめライダーセイバーさん、自分も木曜日の旅行で大変でした。あ、そうだったんですね。ダンクーガーたち超かっこいいです。やんちゃで命令無視して独自に作戦を立ててる主役はすごいです。あー、なるほどね。うん。あ、旅行に行ってらして大変だったってことですね。いやいやいや、それは素晴らしい。いや、もうね、そうですね、ダンクーガね、もう、ダンクーガの、あれですね、主人公の藤原忍ね、この、主人公が乗るのがこのイーグルファイターなんですよ。で、そこに乗るのが藤原忍っていうね、ちょっとね、勝ち気でね、向こう水な感じの主人公でして、で、大体ね、言っても全員そうなんですよね。全員なんかこう、人の言うこと聞かない系のちょっとね、やんちゃなタイプのね、子たちが、選ばれてるっていうのは、なんかそういうね、野生味みたいなところを、このパイロットには要求されるらしくてですね。はい、こいつらに搭載されているね、AI があって、で、その AI は、そのまんまでも稼働はするんだけど、それだとね、想定数値の、パフォーマンスしか出ないんですよね。うん。で、ゾルバドス帝国っていうね、宇宙から襲来してくるですね、はい、敵の勢力、それの、あの、文明力はね、
人間の文明をはるかに超えてるんですね。だからそこに対抗するには、ちょっとね、波のスペックでは、ちょっと対抗できないであろうということは想定されていて、だからそこにね、もうちょっと掛け算できる。この、機体の性能に掛け算をできる、パイロットが必要だったと。だから、そこに AI の、お行儀のいいね、行動パターンでは測れないね、あの、特殊なこの考え方を持つパイロットが必要。ちょっとやんちゃで、何をしでかすかわからない系の、はい、パイロットが必要だったんですよね。なので、4人ともそういう風な感じでね、野生味あふれるパイロットたちが、入ってると。だからね、意外とこのね、藤原忍が、やんちゃで、向こう、鉄砲水で、何をやるかわかんない的な感じね、扱われがちなんですけれども、結構ね、アニメ見てるとね、意外とね、セリフはすごいやんちゃなんですけど、意外とね、こいつが一番優等生なんですよね。そんでね、リーダーぶっているね、これも出てこねえ。少々お待ちください。ダメだね。なんか、もうね、全く出てこなくなる。えーっと、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 えーっと。すいません。芝だ。亮です、亮。このね、ビッグモスに乗ってる、亮ですね。芝亮。こいつがですね、中国憲法の使い手みたいなやつがいるんですけれども、ロン毛のね。ただね、で、こいつが一番なんか常識人ぶった感じで、なんかクールぶってるんですけど、頭おかしいのこいつなんですよね、一番。実は。というね、特殊な感じの、重戦機体でございます。えっと、チワさん、自分も便乗、タンプレ、オフ会、お土産ありますからお楽しみに。どうも、チワさんから、スパチャを頂戴いたしました。ありがとうございます。乾杯。ありがとうございます、チワさん。そしてなんか、お土産があるということで、どうも、ありがとうございます。なんか、申し訳ございません。何やら、気を使わせてしまっているようで、ありがとうございます。オトカメラダセーバさん、おめでとうございます。俺方研究所さん。どうも、ありがとうございます。いやー、大変ありがとうございます。山中ゆくさん、ナイスパ、ありがとうございます。オトカメラダセーバさん、ダンクーガたちの見分けがつきますね。ダンクーガトランスフォーマーに登場しそうな選手ですね。そうですね。ただやっぱりこうね、ダンクーガのこの素晴らしさみたいなのは、いやもうね、デラックス超合金の時にも語らせていただいたんですけれども、確かにね、トランスフォーマーね、ただね、やっぱね、こう、ダンクーガの良さは、やっぱりこう、唯一無二的なところありますね。このね、舞台構成もそうですし、あとはね、合体するね、あの、合体構成なんかも、やっぱりこう唯一無二ですよね。でね、座合体は、そのダンクーガの特徴みたいなところもね、細かいところ、細部にわたるところまでね、ものすごいこだわって、あの、ギミックをね、盛り込んできてるんですよ。だから、超合金魂にも、もともとのデラックス超合金にもなかったような機能なんかも、ものすごい細かいところまでね、作り込まれてるので、すごい、あれなんですよね。玩具になってるんですよね。だからちょっと後で詳しくやっていきたいと思います。チャーさん、村上和志さんのデザインだからトランスフォーマーよりマシンロボの系譜ですかな。確かにね。やっぱりね、村上線音体のね、
もう全盛期の時の設計になりますので、やっぱりこの変形ロボットの何たるかとか、ね、その落とし込みね、変形の落とし込みであるとか、これがね、非常に素晴らしいですよね。そんでこのね、根幹的なものは村上音体が、をね、やりつつ、で、またね、イメージボードを、高荷さんがね、やられてて、そこにね、アーミーチックな感じのね、やっぱりこの、スーパーロボットなんですけど、どちらかというとなんかちょっとリアル寄りのスーパーロボットのような感じなんですよね。軍隊で、で、なんかこう、ね、銃をでね、基本戦っていて、ね、あれもね、物語もシリアスなところがあり、なんかこう、ちょっとリアルロボットの世界でスーパーロボットを出しちゃったみたいな、そんな感じの世界観なんですね。そういうところに、やっぱこう、高荷さんのイメージボードっていうのがね、すごくマッチングして、そういうところで、こう、リアルね、村上さんの作るスーパーロボットの世界に、ちょっとそういうね、アーミーチックなリアルなね、匂いをこう吹き込まれて、と思ったら、アニメでは、今度はね、若かりし頃のね、大張さんの、このバリバリバリの感じのね、バリっちゃってる感じの作画が入り込みというね、なんか、いろんなエッセンスぶち込まれてる感じなんですよね、これね。だからなかなか、でも確かにね、その根幹に流れてるところは確かにマシンロボっていうところもあるような感じはありますね。オトカメライダーセーバーさん、ダンクーガの良さはすごいですね。いやーもうね、めちゃくちゃいいんで、ちょっとこれからね、はい、たっぷりとね、たっぷりとやらせていただきたいなと思います。はあ、なかなか、まだちょっとね、頭がぼーっとしてる感じで、先ほどもね、なかなかこう、人の名前が全然出てこなかったりですね、固有名詞が出てこないのもね、いつも通りなんですけれども、ちょっと体にね、アルコールをちょっと今、染み込ませつつ、やりたいな、なんていうふうに思っております。いやー、嬉しいな。本当はね、この後ろにパッケージもこう並べて、パッケージの前に並べたかったんですけどね、ほんとね、ダンクーガのパッケージね、死ぬほどでかいんですよね。ちょっとしたトランスフォーマーのタイタンクラスかっていうぐらいでかいんですよ。なんでね、ちょっと、なかなかこう、後ろに置いたら、もうその箱でいっぱいいっぱいになっちゃうんで、机がね、並べられなかったんですけど、いやー、そのね、パッケージもね、大張さんがパッケージデザインされてて、すごいかっこいいダンクーガなんですよね。さあ、ちょっとね、そうこうしてても仕方がないので、さあ、デビューを早速やっていきたいと思います。さあ、今回ご紹介するのはこちら。はい、メカスマザ合体シリーズからザ合体版ダンクガだイェイということでですね、ちょっとやっていきたいと思います。まずはですね、どれから始めようかな。ランドクーガーからちょっとやっていきたいと思います。よいしょ。はい、こちらランドクーガーでございます。はい。まずはですね、ちょっとこれをやる前に、まずはですね、通常の、はい、ビークルモードの方に、してから変形をさせながら、はい、こちらのヒューマノイドのモードの方もご紹介していきたいと思いますので、まずはビークルモードの方に戻し変形をいきなりやっていきたいと思います。ちょっとね、変形方法なんかは後でね、ゆっくりとやっていきたいなと思うんですが、
いしょ。お、ちょっと後ほどしっかりとやりつつですね、結構ね、このね、ランドクーガー、ランドライガーって、一番ね、割を食っちゃうというか、うん、非常にね、素晴らしいメカたちなんですけれども、割とシンプルな変形機構を持っているので、おざなりになっちゃうところもあるんですけど、これはね、座型はめちゃくちゃしっかり作り込まれてるんですよね。はい、これでそうこうしているうちに、ビークルモードの方が完成いたしました。はい、まずはご紹介したのはこちら。ランドクーガーです。はい、こちらはですね、高一点有機サラが乗り込みますですね。はい、重戦機体高一点のね、有機サラが乗り込む、ランドクーガーですね。はい、こちらは重戦機体っていうのは、あのー各マシンがですね、3パターンチェンジャーで変形します。はい。で、その通常の、モードがこのビークルモードですね。ノーマルモードと言われているビークル形態なんですけれども、こちら戦車ですね。戦車になっております。で、大体戦車から、先ほどのヒューマノイドモード、ロボモードに変形しつつ、その後ですね、野生の、えっ、と、野生のね、力がこう解放されますとですね、そこから、アグレッシブビーストモードっていうね、動物形態に変形するんですね。で、この3パターンに変形するロボたち4体が合体して、はい、巨大ロボのダンクーガに合体するというのが、はい、このダンクーガの基本的な構成になっております。なので、これがね、ノーマルモード、ね、基本的なビークル形態の戦車モードになるんですけれども、これがね、めちゃくちゃこう、まとまりがいい。とにかくね、座合体版のランドクーガーね、他のやつも含めても、このね、ランドクーガーのこのね、まとまり具合っていうのが、すごくね、秀逸なんですよ。何かっていうとね、ここの辛い置感。この辛い置感。これがね、すごいね、マシンチックっていうかね、で、塊。ここがね、しっかりと全部塊っていう感じで、パチーとまとまってるんです。割とこの、ただ折り曲げて合体すればいいんでしょみたいな感じで、ね、おざなりになりがちな、はい、形態なんですけれども、これをね、本当に、マシンとしてしっかり落とし込んでるっていう感じがありますね。またね、他のマシン全部そうなんですけど、このね、コックピットのキャノピーが全部クリアパーツなんですよ。でね、このクリアパーツの中に、ちゃんとこうやってコックピットシートがですね、造形されてるんですよね。これちょっとすごいよね。めちゃくちゃすごい。あの、コックピットがクリアパーツで作られてるの多分、座合体だけです。いや、これだけでも、テンションめちゃめちゃ上がりますね。これはもうめちゃめちゃすごいです。ね、この、メインのね、キャノン砲も、こうやって、射角も取れますし、回転もできますので、向きも自由自在です。なのでね、こういうのも非常にいいところですね。で、このランドクーガーは、高機動を生かした、中間距離での射撃っていうものを、武器にしております。さあ、ここからさらに変形して、はい、ヒューマノイドモードですね。先ほどのヒューマノイドモードに、変形させていきたいと思います。
ちなみにですね、これはですね、完全にハイエイジトイというか、大きなお友達向けに作られているものですので、コロはありません。ね。だから、転がし走行とかは、はい、遊べないので、まあ、こちらね、下の方に、キャタピラとかね、タイヤは造形されておりますけれども、こちらはね、もう完全に、はい、モールドというか、造形ということで、コロで転がしたりはできません。はい、チアンさん、単体のマシンの密度感は現行トランスフォーマーのボイジャークラス2個分ぐらいある。確かに。これはね、本当に素晴らしいですね。まあ確かにね、トランスフォーマーね、ボイジャークラスは確かにそうですね。うん。最近のはね、ちょっとなかなかこう結構ね、時代の煽りを受けてかみたいなところありますからね。まあそういう意味ではかなりの豪華なね、作りになってるかななんていうふうに思います。またね、他のね、トランスフォーマーとかやっぱりね、プラスチックが、すごくね、光沢があって綺麗な感じなんですけど、これはね、大人のね、感じでシックなね、はい、感じになっております。かなりね、しっとりとした感じの手触りで。で、かつですね、そうだ、言うの忘れてた。ダイキャストが使われております。ね、例えば、この足のこのパーツ、全部ダイキャストです。ね。意外とわかんないですけど、うん。すごくね、この質感がマットな感じなんですけど、はい。同じような感じのね、マットな感じなんですが、これね、実はダイキャストでずっしり重くてひんやりしてます。そう、この座合体は、あの、超合金魂とかね、デラックス超合金に習ってか、あの、超合金、ダイキャストがね、ふんだんに使われております。ね。だから、新生超合金魂と言っても差し支えないような、はい、商品になっております。なので、そういう意味でもすごく、豪華ですよね。うん。男仮面ライダーセーバーさん、藤原忍の声優の矢尾さんは、藤原忍の強気な主役を演じていたからこそ、後の核レンジャーの忍者マン、ワンピースのフランキー役があるんだなと感じました。確かにそうですね。うん。なかなかね、声優さんもね、有名になりましたよね、その後ね。うん。いろんな、主人公をやられてて。まあ、やっぱり僕は、そういう意味で言ったら、あれですね、なんだ、出てこねえな。あれです。受動アーシタ。そう。受動アーシタが出てこない。ダブルゼータガンダムのね、受動アーシタが一番僕の中ではあれかな、なんていうふうに思いますね。スネマさん。私はダブルゼータ、スネマスさんもまさかの被りで、ダブルゼータの柔道と、頭文字、イニシャル D の池谷のイメージ強い。確かにね。うん。やっぱ柔道ですかね、僕も。僕もね、リアタイのガンダムがね、ダブルゼータだったんで、やっぱダブルゼータでしたね。うん。ということでですね、ちょっと今回は、やっていきたいと思います。チアさんはダサイダー。ラムネ40。ラムネ40もリアタイですね、僕。確かにそう言われてみればダサイダーもそうですね。さあ、ということでですね、ちょっと変形させていきたいと思います。もうね、ちょっとさっき軽くあれはしてしまったんですけれども、戻し変形はしてしまったんですが、はい、しっかり変形させていきたいと思います。まずはですね、これ素晴らしいのは、ここがね、合金ですごく重たいんですよ。で、かつこれね、ダンクーガになった時に下駄になるパーツですので、まあそういう意味でもね、しっかりとしてなきゃいけないということでね、なんとここ、はい、ロック機構が入ってるんですね、ここに。
いや、これ地味ですけど、これ素晴らしいね。このロック。これによってこの辛い置感が担保されるんですよ。この辛い置感がね。いや、意外とね、ここパカ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 すんですね。どれも。どのね、玩具も。結構ここね、カチャカチャしちゃうんで、いや、このロック機構はありがたいですね。はい。こちらロック外しますと、はい、ここね、クリックの入った関節になっております。やっぱね、これ足ね、ダイキャストで重たいんで、はい、クリックが入っております。で、こちら、後ろのこの、えっ、と、えースラスターパーツですね。これ上に上げまして、はい、足を下に下げます。ここの時にね、これがね、ボールジョイントなんですけど、めっちゃ緩いっすね、これ。うん。これはちょっと心配。重いのにここがゆるゆるというね。はい、そうしましたら、足を広げましたら、ここにね、もう一段展開できますので、こちらを展開しておきます。はい、そうしましたら、肩ですね。この肩を広げて、腕も広げると。そうしましたら、爪をぐるーっと回転させたら、中に拳がありますので、この拳を展開します。いや、この拳もね、すごくこう大きく取られてるし、回転もできるんですね。回転軸も設けられてる。これは素晴らしいですね。やっぱデラックス超合金の時はもうこれ本当にね、平べったい感じでしたからね。うん。で、結構ね、どの玩具も、このね、ランドクーガーランドライガーの拳はね、ものすごく平べったくなっちゃうんですよ。これをね、ちゃんと握り手の穴もありつつ、回転軸も仕込まれつつ、これだけね、意外とこうぶっとく拳を取ってくれるっていうのは、これはね、実は結構ありがたいですね。そして胸のパーツですね。この胸のパーツを左右にスライド。で、このできたスペースに、はい、コックピットブロックの方を収めまして、さあ、これで完成。ランドクーガーだイエイ。おー、できました。ランドクーガーでございます。そして、このランドクーガーには、保有武器もございます。こちらですね。はい。AK ライフルのような、はい、造形の、武器もあるんですけれども、これがですね、よ、この拳、握り手の拳に、ですね、こんな感じで、差し込みました。はい。持つことができるんですね。で、このグリップがね、こういう風に回転するので、こう、脇にね、抱えて、こんな感じでね、持つこともできます。おー、これめちゃくちゃかっこいいね。おー。そしてね、何気にこう、足がね、こう、微妙にこう、調節できるし、この足のね、この可動があるんですよ。これ意外とね、こういう可動あるランドクーがないんですよね。だからこの可動もすげえなって思います。なので、はい。ランドクーガー、ランドライガーって意外とね、一番シンプルだから、他のね、玩具だと、一番ね、素直にシンプルな可動があるように思えるんですけど、このね、足って意外とこの直線的な可動しかね、どれもなかったりするんですね。超合金魂もそうなんですよ。こうはできるんですけど、こうはできないんですね。ところがね、これボールジョイントなんで、
若干ですけど、こう、ハの字に開けるんですね。で、先ほどのようなこのつま先の開きもあったりして、で、またね、この二重関節になってるんですけど、これね、両方ともクリックなんで、非常にこう安定して、はい、立たせておくことができます。なのでね、意外と一番動きそうな感じなんですけど、動かすのがね、結構難しかったランドクーガなんですけど、いや、ザガッタイはめちゃめちゃ動いてくれますね。なので、こう、はい、ライフルを構えてもね、自然な感じの、はい、ポージングができたりします。これはめちゃくちゃかっこいいね。そうそうそう、これです。これです。いや、まあもちろんね、デラックス超合金も、超合金魂も大好きなんですけど、いやー、さすが、超合金魂の時にできなかったことをぶち込んだザカッタイ。いやー、これはやってくれてますね。やってやるぜって感じです。いや、このライフルも本当にかっこいいね。すごく、ね、レンジ、幅も、大きさもね、かなり大きく取られてて、ちょうどいい感じです。こんな感じで、ちょっと立ててもかっこいいかもね。やっぱこう、ヒューマノイドモードでこれだけ様になるね、ランドクーガーって意外とないんですよね。これはめちゃめちゃかっこいいと思います。はい、音カメラダセバさん、ランドクーガーかっこいいです。ランドチームかっこいいです。いや、もうほんとそうですね。めちゃめちゃクオリティ高いかな、なんていうふうに思います。さあ、そしてここからですね、はい、パイロットの結城沙羅がですね、野生の力を爆発させるとですね、必殺技モードというか、はい、このランドクーガーのですね、真の姿というかね、に、変形することができるようになります。それがですね、アグレッシブビーストモードというね、はい、動物形態に変形することができるようになるんですね。なので、ちょっとそちらに変形させていきたいと思います。実は、この先ほどのね、ビークルモードと、このヒューマノイドモードっていうのは通常モードなんですよね。要は先ほど言ったように、AI がですね、搭載されてる AI が、はい、稼働した際にね、通常、考えられるような行動をとる場合、軍隊的なね、規律正しいですね、行動をとった場合に、使用されるモードなんですね。だからこれを使っているうちは、まだね、あの、パイロットの、能力を発揮してないレベルなんですよね。で、ここからなんですよ。本当の力、重戦機体のね、本当の力はここからが、本番なんですね。はい。野生の力、感情が爆発してですね、野生の力が、はい、解放されますと、必殺技モードというかね、強化モードに変形することができるというような設定になっております。では、ちょっと変形していきたいと思います。まずはですね、コックピットブロックの方を上に立ち上げて、はい。胸のパーツの方を中央に寄せておきます。で、腕を前に持ってきましたら、拳は中にしまいます。で、爪を展開。こちらも同様です。はい、そうしましたら、こちら足ですね。足は、これね、通常いつもこんな感じなんですよ。他のやつはね。だけどね、座がったら面白くて、まずこの、一回こっちに持っ
できてのこうっていうね、獣足というか鳥足が作れるんですよね。これもね、すごくパワーアップしたポイントですよね。で、先ほどのえっと、2段階に展開したうちの1個の方のパーツは上に畳んでしまっておきます。こちらですね。はい。これいいですね。この鳥足というか、獣足にするっていうのはすごくいいアレンジだと思います。で、後ろの降車法ですね。こちらは上に引っ張って回転できるようにしましたら、ぐるっと後ろに回転して、これで尻尾にすることができます。最後に、内に畳まれているクーガーの口パーツを前に展開して、よっ。はい。こちらのですね、はい。口もね、ちょっと開けるんで、口もちょっと開いたりなんかして。さあ、これで完成。ランドクーガーアグレッシブビーストモードだ、イエイ。おー、変形できました。こちらがランドクーガーのアグレッシブビーストモードです。めちゃくちゃいいね。いやもう変な話、他のね、ダンクーガーもめちゃくちゃいいんですけど、このね、座合体になったことによるね、あの良さって、実はこのね、ランドクーガーランドライガーのね、アグレッシブビーストモードにすごくよく出てるような気がするんですよね。やっぱりね、この、すごいのは、足ですよね。この足のこの獣足になってる部分。それとこのこのつま先がサイドにこう開けるので、すごくね、自然な立ち姿になってるんですよ。だから後ろ足もこう、踏ん張れてるんですよね。こう、ハの字にして。これ意外と他はできないんですよ。他は、後ろ足はまっすぐなんですよね。だからこういう風に後ろ足に表情をつけられるのって多分座合体だけなんですよ。前足は結構ね、表情どのパターンのシリーズのね、ダンクーガも前足の方はかなり表情をつけられるんですけど、後ろ足の表情っていうのはね、座合体しかできないんですよね。これが非常に素晴らしい。いやー、これ、やっぱり、クオリティ高いですね。うん。や、もうなんかね、こう、獣っていう感じですよね。うん。このね、クーガーだけでも、このアグレッシブビーストモードね、かっこいいんですよ。本当に。だからね、これ単品でも、うん、もうね、成立してます。普通に、高級トランスフォーマーみたいな感じで、はい、お出しされても、うん、3パターンチェンジャーのトランスフォーマーですっつってもね、うん、もう十分通用するクオリティがありますね。これ一体だけでもだいぶ満足できます。いや、それぐらいのね、クオリティを持ってますよ。うん、すごくね、生物チックな感じが、よく出てるんですね。で、さっきのビークルモードの時はめちゃくちゃまとまったビークルモードだったじゃないですか。だけど、こうやってアグレッシブモードにする、ビーストモードにすると、今度はね、生物的な感じがよく出てるんですよね。いや、なんか特段なんかすごい、パーツ移動してるわけでもなんでもないのに、いや、これだけちゃんとね、
各形態で良さがね、ものすごい出てるっていうのは、いやー、考えられてると思います。うん。よく考えられてる、もうほんと細部にわたってこだわってる感じの、はい。デザインとかね、ラインの取り方の、工夫なんだろうなと思いました。いや、めちゃめちゃかっこいいですね。はい。というのが、ランドクーガーでございました。さあさあさあ、続きました。同型機のランドライガーの方ね、やっていこうかな、なんていうふうに思います。はい、おとかめライダーセーバーさん、新たなフィギュアが発売されると、さらに進化して、反省点を生かして、さらにいいものを作るのがすごいですね。確かにね。やっぱりこの人気のね、ロボットだと、やっぱりそういう風にね、後発がね、開発されるので、やっぱどん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 ブラッシュアップして良くなっていくっていう感じはありますよね。いや、だからね、近年になってからですよね。もうほんと超合金魂とかそれの先駆けみたいなところあるし、ね、スーパーミニプラ SMP とかもね、昔発売されたものをね、どんどんブラッシュアップして良くしてくれたりしてますしね。そういう意味でやっぱりこう、今ね、この時代になって昔のやつもリバイバルしてね、リメイクするっていう、はい、文化が出てきたのはすごくありがたいですね。それによってね、これだけクオリティの高い、昔夢見たね、ロボ玩具たちがクオリティの高い形で、はい、ね、発売されてくれるので、いや、僕らとしては本当にありがたい時代に生きてるなというふうに思いますね。というふうなことを言いつつですね、先ほどのように、まずは戻し変形をしてからレビューしていきたいと思います。ランドクーガー、ランドライガーは、変形はね、そんなに大変ではないので、なんちゅうことはないから、戻し変形も楽でいいですね。いや、問題なのはね、ランドライ、ビッグモスなんですよね。ビッグモスはね、結構実は複雑なんですよ。よあれ。ただね、意外とこのね、足首が結構ね、ロールの可動があるので、他のね、やつに比べて稼働するポイントがね、多いから、よ結構ね、ロックをするのに結構いろんなとこに気を使います。はい、できました。ドドン。お次ご紹介しますのはこちら。ドドン。ランドライガーです。イェイ。さあ、こちらがランドライガーですね。こちらは先ほどのランドクーガーとの同型機になっております。ただね、ランド、クーガーに比べて、だいぶ武装もね、強化されていて、どちらかというとちょっとね、先ほどのランドクーガーが機動性重視っていう感じに比べて、こちら側はね、重武装っていう感じの、はい、マシンになっております。でもね、こちらも先ほどのランドライガーと同様にですね、かなりまとまっている、はい、印象のビークルモードになっております。なのでね、
こちらも本当にマシンとしてしっかりとこうまとまっている良さがありますね。うん。また、このね、ゴールドがとっても綺麗な塗装ですね。ブラックにこの差し色のゴールドがめちゃめちゃ映えてます。そしてこちらもクリアのキャノピーになっておりますね。中の、はい、シートも非常に、はい、精密に造形されていて、めちゃくちゃいいですね。はい、でこちらは前面にございます、機関砲もですね、左右にこう展開することができます。で、前面についております、キャノン砲も2門、ありますので、先ほどよりもかなり重武装化されている戦車という感じになっております。こちらもコロ装甲はないですね。はい。で、先ほどの、ランドクーガーはここがタイヤだったんですけれども、ランドライガーはこちらはね、キャタピラですね。はい。尾体になっております。なので、こちらの方がどちらかというと戦車っていう感じになってますかね。うん。で、こちらは、こちらに、登場するパイロットは式部正人ですね。正人が乗ります。彼はね、ものすごいね、お坊ちゃまなんですよね。ものすごいね、お金持ちのお坊ちゃまなんですけれども、はい。でもね、で、すごく優等生な感じで、ちょっと可愛らしい感じの男の子なんですよね。うん。なのでね、あの、全然この野生味なさそうな感じがするんですけど、はい、彼も彼でですね、人の言うこと全然聞かないんですよね。でね、向こう水でね、思い込んだら一直線的な感じもあって、なのでね、ああ、なるほど、確かに重戦機体だなっていう感じの性格は実はしているというね、なかなか面白いキャラクターが乗っている、はい、機体になっております。こちらも変形パターンはランドクーガンに近い形なんですけれども、そちらの方ちょっとやっていきたいと思います。はい。こちらの変形パターンはランドクーガーとほとんど同じです。はい。ロック外しまして、まっすぐ足を伸ばすと。はい。で、足展開しましたら、足の甲のパーツも展開いたします。あ、そうか。こちら後ろのブースターを跳ね上げておきます。いや、でもやっぱりね、ここが緩いのがちょっと気になりますね、これが。うん。ボールジョイントなんですよね、中がね。うん。ただ、これのおかげでこういう可動があるので、非常にこのボールジョイントは重要なんですけれども、もうちょい渋み欲しいとこですね。こんな感じで腕も伸ばしまして、はい。展開して、拳を出します。お、硬い。いや、でもやっぱりこう、座合体は、うん、質感がね、この、ものすごくマットなんですよね。うん。これがすごく大人チックだなっていうふうに思います。ただね、で、手触りもね、かなりしっとりしてるんですよね。うん。勇者系のやつもそうなんですけど、すごくしっとりしてて高級感がありますね。さあ、そんなこんなで、完成。ランドライガーヒューマノイドモードだイェイ。さあ、こちらも変形できました。ランドライガーヒューマノイドモードです。こちらにも固有武器がございまして、こちらですね。ドドン。こちらもライフルになっているんですけれども、先ほどのライフルよりもかなりね、重武装的な感じになっております。若干違うんですよね、デザインが。で、こちらも、はい、拳に持って、こんな感じで構えることが可能です。
いや、いいですね。で、こちらの方は、結構ね、拳が柔らかめのプラスチック使っておりますので、結構ギュッと、差し込めば、入ってくれるんですね。で、このね、この中にちゃんと入り込む変形用の拳で、特段ね、拳の抜き差ししないでも、こうやってね、この大ぶりな武器を、はい、ちゃんと構えることができるっていうのはすごくいいですね。なんか最近、簡単になんかこの、拳を変えさせようとするじゃないですか、別パーにして。で、持ち手用はこちら、握り手はこちら、開き手はこちらみたいな。あれちょっとだるいですね。やっぱり、基本はこのね、穴開きの、あの、握り手じゃないですか。握り手というか武器持ち手じゃないですか。だから僕は基本これから変えたくないんですよね。うん。ポーズするときに仕方がないから開き手を使うとかその程度で、あんまりこのいろんなパターンの拳とかは抜き差しして使いたくないんですよね。でそういう僕にとっては、こういうね、ちゃんと変形する拳で、だけでこう武器もね、ちゃんと持てるっていうのは、これはもう本当一番素晴らしいです。ね、また、可動性がね、素晴らしいのは、この腰の回転もあるんですね。また、この顔も横も向きを変えられるんで、これ意外と他の玩具ではない可動なんですよね。ランドクーガー、ランドライガーに。なので、こんな感じでね、ちゃんといろんな感じのポーズを取ることができます。意外とね、ポージング自由そうなライガー、ランドクーガーも、他のね、やつだと意外とポーズ取れないんですよね。結構シンプルな変形、シンプルな構造って思いがちなんですけど、実は結構ね、可動はあんまりできなくて、下半身が特にね。だからね、これがね、ちゃんとこう腰が可動してこんな感じでね、構えられるランドライガーは本当に素晴らしいですね。いやー、これは楽しい。またやっぱりね、ゴールド、いいですね、ゴールドが。めちゃくちゃかっこいい。はい、というのが、こちらのランドライガーでございました。ではね、こちらランドライガーの方も、アグレッシブビーストモードの方に変形していきたいと思います。はい、オトカメライダーセイバーさん、ランドクーガーかっこいいです。じゃあこっちじゃない。こちらじゃないですね。そっか、もうここまで読んだんだ。そうだ、失礼。チアさん、ランドクーガー、スパロボだとなかなか、きついユニットだった。シャピロとタイマーはマジで無理って。確かにね。あの、はい。ランドクーガーちゃんね。ランドクーガーちゃんね、結城サラちゃんが乗ってるんですけれども、この結城サラっていうキャラ、女の子のキャラがですね、実は敵のね、シャピロキーツっていうね、やつがもともと上官なんですよ。そのシャピロっていうのが。で、この上官と、このね、結城サラがね、できちゃってたんですよね。実は。恋仲っていうか、なんですけど、実はね、この有機サラの方の執着の方がでかくてですね、実はただ使われてただけみたいな、はい。都合のいい女だったんですよね、有機サラは。で、シャピロにとってね。だからそういうね、愛憎劇みたいなのもね、ずーっと物語で引きずりまくるんですよ。うん。で、有機サラ裏切ったりするんですけど、とんでもない女なんですよ。クソ野郎なんですけど、
はい、そういう話が、スパロボにもね、もちろんシナリオで反映されてて、でね、シャピロとね、対になっちゃってるんですよね、このね、ランドクーガーがね。で、ランドクーガーがね、あの、面によっては、そのシャピロとね、対峙しなきゃいけなかったりするんですけど、さすがにね、あの、ゲームバランス的に、この各重戦機体をあんまり強くするわけにいかず、このね、アグレッシブミーストモードにすると、ある程度一人前に戦えるぐらいの、運動性とかね、攻撃力は備えることできるんですけど、言うてね、周りの、敵のボス級のキャラと対マンできるほどの、やっぱレベルには至っておらず、シナリオによってはね、非常に難易度を上げてくれるやつとも言えるんですよね。確かに、確かに。という、なかなかね、性格的にも、はい、クソ野郎なね、重戦機体っぽい、キャラだったりしたんですね。オトカメライダーセイバーさん。ああ、そっか。これはいいですね。はい。チェアさん。変形に活用しながら稼働にも活かしてくるのが素晴らしい。ああ、もう本当そうですね。やっぱ稼働のための稼働っていうのもありますけど、やっぱ変形のね、恩恵による稼働っていうのもあって、でそこら辺を複合的にね、活用していて、ものすごく最適化してるっていう感じが、ザ合体にはね、すごい感じますね。だから、そういう意味でも非常にクオリティ高いです。ね。顔もね、めちゃくちゃイケメンですね、これ。ほら。ね、で、目も奥まってて見えづらいんですけど、すごい塗装が綺麗ですね。造形もかっこいいし、先ほどのね、ランドクーガーの顔もね、なかなかね、かっこいい造形だったんですよ。はい、こんな感じでね、これはね、特段女顔とかそういうのないんですよ。普通にイケメンな顔のロボなんですけど、これすごくかっこいいですね。なんか、ダンクーガーはものすごくかっこいいんですけど、各ね、重戦機体のヒューマノイドモードの時の顔って、なんかちょっとどこかモブ顔というか、モブっぽい感じっていうイメージがね、あったんですけど、いやー、これね、ザ合体は一個一個特徴がすごくね、洗練されてて、いや、めちゃめちゃかっこいいです。一体一体もね、ちゃんと特徴出てて、すごくいい顔をしておりますね。イケメンな。さあ、そして、アグレッシブビーストモードの方に変形していきたいと思います。まずは、コックピットブロックの方を跳ね上げて、はい、胸の方のアーマーを縮めておきます。肩を跳ね上げまして、拳をしまいます。爪も展開いたしまして、先ほどと同様にクランクによって獣足を作っておいて、足の甲のパーツを上げておきます。スラスターパーツを後ろの方に向けまして、はい、こちらの方のアーマーですね、を展開して、後ろの方に回しますと、こちらがライオンのたてがみになると。はい、ここまで広げましたら、さあ、これで、まだだ。機銃を後ろの方に回転させまして、さあ、これで完成。ランドライガー、アグレッシブビーストモードだ、イェイ。おー、こちらもアグレッシブビーストモードに変形することができました。
これもね、先ほどのランドクーガーと同様にですね、すごくかっこいい、猫科っぽい感じの、はい、かっこよさがありますね。うん。すごくしなやかな感じがして、うん、動物チックでものすごくかっこいいです。またね、金がね、すごく生えてますね。いや、もうこれ単体だけでもほんと遊べる。めちゃくちゃかっこいいです。おー、いいなぁ。うん。猫科ロボって感じしますね。これはもうちょい跳ね上げてもいいのか。こんな感じなのかな。うん。あ、いいですね。かっこいい。ランドクーガーと並べるとこんな感じですね。おお、いいですね。対をなしてる感じがして。いや、めちゃめちゃかっこいいな。ね、こちらは、このね、ダンクーガって、実はね、話もすごく、特殊で、あの、ダンクーガ自体は、最強強化合体ロボみたいな扱いなんですよね。だから、物語中盤まで実はね、ダンクーガって合体しなかったんですよ。だから14話とか、そこら辺でしたよね、確かね。14話とかで初めて合体するんですけど、それまでの間は、敵をね、倒すための必殺技形態というか、うん、最強形態として登場したのは、このアグレッシブビーストモードなんですよね。だからこれが、要はメインの、形態だったんですよ。だから敵をやっつけるっていう形に、やっつけなきゃいけないときは、このモードに変形するっていうのが、はい、常だったんですね。そういう意味でもものすごくなんか特殊な感じですよね。だから、ただ、その、動物形態に変形できますっていうだけじゃなくて、言うてしまえば、これが、必殺技モードというか、飛び影でいうとこの飛び影が合体したモードというかね、ラムネ&ポーティで言えば、サムライオンに変形した状態というかね、そういう状態の、モードなんですよね。だから、ただ変形というよりかは、必殺技を繰り出す最強モードみたいな、そんな感じの、はい、位置づけの変形になっておりますので、うん。なんかね、ちょっと、そういう設定も込みで見ると、なんかこう特別感というかね、うん。感慨深い感じがありますね。いやー、めちゃめちゃかっこいいな。というのが、ランドクーガー、ランドライガーでございました。さあ、それでは、お次、これをやっていきますか。ドドドド、ドドン。さっきのとは打って変わって超巨大な、はい、こちらがビッグモスですね。ちょっとこのビッグモスも、最初はね、ノーマルモードからやりたいので、ちょっと戻し変形というかね、変形をしていきたいと思います。よこのビッグモスはね、いろいろこうね、カチャカチャ変形させるのは結構大変なんですよね。これはね、意外と、手間がかかるんですよね。よいしょ。またちょっとね、気使う。よいしょ。
はい。こうか。よっ。これで、これでいいのか。まずは、ちょっと先にですね、ビークルモードの方からやりたいので、ビークルモードの方に戻したいと思います。こうか。これ意外とね、このビークルモードにね、戻すのが結構大変だったりするんですよね。よいしょ。これで、ここが、にクリックが入ってる。重てえ。ちょっと失礼します。よっ。よし、なった。よし、なりました。いやー、なかなかね、結構大変。こちらがこうなって、こうしまして、よ。何がすごいってね、これね、足がダイキャストでできてるんですよね。だからね、すげえ重たい。ちょっと待ってください。重った。これ変形させるのすげえ大変ですね。これ結構、生配信でやったりす、動画撮ったりするときって、手すげえ伸ばしてやってるんですよ。なんで、重たいのね、手伸ばしながら変形させるのってね、実は結構大変なんですよね。よえっと、で、こうか。はい。よちょっと後ほどね、ちゃんとやります。ちゃんと、あの、お見せしながら変形したいと思います。なるほど、こういう感じね。少々お待ちください。
ちょっと手こずっております。これはい、できました。よいしょ。こうか。これは甘いね。はい。こちらで、これ、少々お待ちください。ごめんなさい。これ、これ、よかったな、これ。よし、OK。さあ、ドドン。お次にご紹介しますのはこちら。ドドン。ビッグモスビークルモードです。おー、できました。いやー、ちょっとね、なかなか手こずりました。やっぱりね、重たいんでね、なかなか大変だったんですけれども、はい、こちらがビッグモス最大の、重戦機体最大のメカになっております。ね、こちらは、まあ、まさにね、戦車っていう感じのね、超巨大戦車っていう感じなんですけど、このね、ビッグモスの、ビークルモードって、近年のメカだと、一番シワ寄せが来ちゃう形態だったりするんですよね。っていうのは、これただね、この丸まっただけじゃんっていう風に、ちょっとこれ、失礼。すいません。ちょっとね、ここね、すごい複雑なクリックがあって、ちょっとね、クリックがおかしな感じになってたので、直させていただきました。はい。これが正しいですね。はい。でね、結構、このビッグモス系の、ビークル形態って、すごくね、しわ寄せが来やすくて、でね、ただ、ちょっと、こう、ね、丸まっただけじゃんと。手と足をくっつけて丸まっただけで、大した変形してないじゃんって思われがちなんですけど、実はね、再現するの大変なんですよ。だからね、SMP なんて、この足丸々差し替えでしたからね、このもも。あの、ぜ、まるっと差し替えになっちゃうんですよ。でね、それぐらい、結構ね、意外と複雑なんですよね。うん。だから、ロボとしてのプロポーションも保ね、保って、なんかかっこよくしようとするとね、どうしてもこのビークルモードの時にしわ寄せきちゃうんですよ。だからなんかこう、変に、あの、でかくなったり、なんかこんなところがちょっとね、隙間が出ちゃったり、台形になっちゃったり、なんか、あんまりこう、まとまり感がないビークルにね、なりがちなんですよね。なんですけど、この座合体のビークルモードは、ものすごくまとまりがいいですね。塊感がすごい、ほら、隙間がないんですよ、ほとんど。で、ちゃんと四角ですよね。うん。で、デラックスはもうちょい薄いんですけど、でも、うん。やっぱりこれはね、超巨大戦車なんで、そんなに平べったくある必要もないのかなと思うので、もちろん、ものすごくね、でかい巨大感が
はい、出せているから、この厚みは全然僕は気にならないというか、むしろ、正解なぐらいだと思います。いや、これだからね、戦車としての説得力がすごい。かっこいいですね。で、このね、塊感いいね。塊感っていう意味で言ったら、やっぱりこのね、デラックスの、初代のね、デラックス超合金版が僕一番いいと思ってたんです。やっぱね、ビークルモードは、初代が一番かっこいいっていう風に、すら思ってたんですけど、いや、ザ合体は、うん、ザ合体も素晴らしいですね。だから、ザ合体も初代と同様か、それ以上に、ビークルモードがかっこいいと思います。いや、これはいいな。ビッグモスはね、このビークルモードだけでも結構お腹いっぱいになっちゃうぐらいかっこいいですね。このかっこよさ、精密感、このね、塊感をちょっと、はい、見ていただきたいなと思いまして、ほら、この、なんだろう、ちゃんとビシッとまっすぐになってくれてるところが気持ちいいんですよね。なんか変にぐにゃ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 ってなってるパターンとかが多いんですよ。ここら辺に変な隙間があったりしてね。これがね、ないっていうのがすごい。ね。ミサイルランチャーとかもね、こんな感じで展開できるし。ね。背中には超巨大高射砲みたいなのがね、榴弾砲が備えられております。ね、これでドーンっていう風に打ち込むんですよね。で、こちらは、レーザーパルスビームがね、両方に4門取り付いていて、ここにね、ミサイルランチャーが取り付いてるんですね。もう超重武装な、はい、戦車になっております。めちゃくちゃかっこいいね。で、射角も自由に取れますし、これはもう素晴らしいですね。はい、こちらは、弾空ガになった時は、弾空砲になる、はい、大砲になっております。いやー、これだけでも相当かっこいいですね。で、またこちらもですね、他のランドライガー、ランドクーガ同様に、はい、キャノピーがクリアパーツで中にね、ちゃんと司馬遼が乗ります。はい、コックピットシートも造形されております。めちゃくちゃ細かい。いや、こういうのいいですね。で、また、こちらも、キャタピラが造形されてるんですけど、このね、キャタピラのこのね、擬態の部分、これゴムです。ゴム。質感素晴らしいね。しかもね、キャタピラがね、2列ついてるんですよね。これすごい作り込みがすごいいいですね。またね、さっきから表言ってるんですけど、この足、このゴン太のぶっといこの足の部分、全部ダイキャストです。重たい。いや、昔のね、超合金玩具はいっぱい持ってますけど、いや、こんな重たいのないですよ。一番重いかもしんない。今まで持った超合金玩具の中で。で、このブロック全部超合金な上に、ここも超合金なんですよ。いや、これはほんと破格の重さ。という感じの、はい、ビークルモードでございました。ね、ここからさらに変形させていきたいと思います。まずはですね、ヒューマノイドモードの方に変形させていきたいと思います。はい、
チワさん、何たがわぬでかさ、ビッグモス。ビッグモスのビークルモードは、当時のデラックス超合金が一番まとまってたりしてません？あ、チワさんもおっしゃっておりますね。いや、もう本当にね、凄まじいでかさです。で、やっぱりね、ビークルモード確かにね、当時版のやつが一番まとまりはいいですね。うん。で、こまあ、もちろん先ほど言った塊感や真四角感みたいなのは、やっぱりね、当時のデラックス超合金が一番まとまりくてかっこいいんですけど、さらにね、うん、薄いんですね、ここが。だから、より、あの、戦車感が強いというか、だからね、ビークルとしてね、非常にまとまっててかっこいいのは、ね、やっぱデラックス超合金なんですよ。やっぱ、合体した時のダンクーガの状態で、やっぱ胸板厚くして、ね、もっとマッシブな感じにするためには、やっぱどうしても分厚くしてしまうんですね。そうすると、やっぱね、上下が分厚くなっちゃって、細さはなくなって、やっぱりこう、上の方にどんどん高くなっていっちゃう。っていうのは、まあ、物理的に致し方ないっていう感じなんですけど、でもね、ビッグモス自体が、やっぱりね、こうビークルモードでも、すごいね、チョデカ戦車みたいな感じになってますので、まあ、この分厚さは僕はあんまり気にならないというか、むしろこのね、ちゃんと四角くまとまってくれているっていうところが、最大に、素晴らしいポイントなのかななんて思いますので、これはね、すごく今回のザ合体のね、ビークルモードは、僕はね、めちゃめちゃ気に入ってます。さあ、ということでですね、こちらの方を変形させてヒューマノイドモードにしていきたいと思います。はい。まずは、こちら。よ。足の方にね、足と手をつなぐ場所にロックがありますので、こちらロックを取り外しておきます。で、ロック部分はこのような感じで畳んでおきます。こちら側もそうですね。ロック外しまして、ロック部分は畳んでおきます。はい、そうしましたら、まず足ですかね。足をここではい、起こしておきます。で、そうしましたら、ここがロックになっておりますので、はい、膝アーマーの方を立てておきます。で、そうしましたら、ここがね、大変なんですけど、まず、ここの足を起こします。こんな感じで立てましたら、ここのね、股関節の方に、この上側にスイングする機構がありまして、ここを、えいと上げますと、このような感じで中に入り込んでくれるんですね。ここがね、非常に大変。なんたってここが重たくてね、ヒーヒー言いながら上げることになります。はい。そうしましたら、足ですね。こちらの足を展開します。はい。つま先を展開しておきます。ようやっと置けた。はい。そうしましたら、今度腕ですね。はい。肩を開いて、で、こちら折りたたんでおきます。こちらも同様ですね。こちらを折りたたむと。こんな感じにしておきます。はい、そうしましたら、こちら拳展開するときは、まずこのキャタピラの部分ありますが、このキャタピラのブロック、このまんま出すと拳が出てきて、キャタピラをしまうと。
これすごく面白い機構だなって思います。ここをね、こうしまうというね。これすごい面白いですね。で、親指を立てます。はい。こちら側も同様ですね。キャタピラを出して、拳出して、キャタピラしまうと。で、親指を出しておくと。はい。そうしましたら、こちらですね。横のゴールドの部分を展開いたしまして、で、こうですね。くるっと回します。こちらも同様ですね。ゴールドの部分出して、くるっと回しておきます。で、ゾウさんの鼻を伸ばしまして、はい。で、ここまで来たら、コクピットブロックの方を、あ、これ逆？逆か。こうか。で、この先っちょの方は、この股間の中に入りますので、股間の中にぶち込みます。えい。なかなかうまく入んない。これでいいか。こんな感じで、この鼻から、ノーズからね、外して、股間の中にしまうことによって、腰の回転ができるようになりますので、もう外して入れてしまっておきます。はい、そうしましたら、このコックピットブロックを前に畳みまして、でこちらの頭部ですね、頭の部分を、これは、こっちだ。頭の部分をくるっと回転して、角を後ろに畳んでおきます。さあ、これで完成。ビッグモスだイェーイおおすさまじいでかさ。ものすごいでかいですね。めちゃくちゃマッシブで、かっちょいい。うん。で、やっぱりね、このビッグモスって、ちょっと、なんか、おざなり感というか、モブ感みたいなものが、結構あったじゃないですか。でもね、このビッグモスね、単体でもめちゃめちゃ作り込まれてて、顔もね、すごいかっこいい顔をしています。うん。こんなかっこいい感じのビッグモス、ちょっと見たことないぐらいかっこいいですね。イケメンの顔です。ちょっとどちらかというと、司馬遼っぽい感じの顔をしてるというか、ちょっと僕の印象的になんか福士蒼汰的な感じの顔をしております。それぐらいちょっとかっこいい。でね、体もすごくマッシブボディですね。めちゃめちゃかっこいい、ビッグモスになっております。ただね、僕はなんかちょっと、やっぱこれ、8割ビッグモ、ダンクーガってよく8割ビッグモスとかって言われるじゃないですか。でね、実はこのザガッタイ、そこら辺もケアされてて、ダンクーガとビッグモスとでかなりね、差をつけてるんですよ。
うん、だけど、細かいところではかなり差をつけてもらつけてくれてるから、座合体めちゃめちゃ好感度高いんですけど、僕ね、もうちょいやりたいなっていうところがあって、やっぱね、ここら辺ちょっと、実はね、しまえるんですけど、こんなんダメかな。でもちょっとさすがに足ちっちゃすぎるか。ちょっと足ちっちゃすぎましたね。やっぱダメか。足短くてもよかったりしてとかって思ったりしたんですけどね。ここのね、肩の関節がね、異常にね、複雑な肩の形状してるんですよ、関節形状が。だから、ここ、ほらこんな感じでね、腕伸びるんですよね。だから、これを畳んでおいて、ちょっと差別化すればいいのか。うん。こんな感じにしときましょう。ね。おお。かっこいいね。ビッグモス。素晴らしい。そして、ビッグモスにも固有武器がございます。それがこちら、ドドン。おー、いいですね。こちらも、ビッグモスのね、固有武器になっておりまして、はい、こちらのね、何ですかね、スマートガンのようなものなんですけれども、めちゃめちゃかっこいいですよね。でね、すごいいろんなね、ギミックを積んでるんですよ。でね、まあ、ここら辺のね、グリップがこう稼働するとか、こういうね、えっと、ホールダーがこう左右に回転するっていうのはもちろんのこと、下のね、グリップのユニットがこう前後にスライドするんですね。これがめちゃめちゃかっこいい。で、これによって構えるね、位置を調節できるんですよ。これがね、すごくいい仕事してるんですね。うん。そしてさらに、今回の座合体のいいポイントは、これ、ビッグモスのスマートガンなんですけど、ここにね、ダンクーガに合体した時の最強武器であります、ダイガンになるための、基本となる、あの、パーツになるんですが、これにね、こういう、増装パーツをつけないといけないんですよ。で、これをつけないと、ダイガンにできないんですね。他の、重戦機体のライフルをここに合体させなきゃいけないんで、このユニットがないとダイガンにできないんです。だから、超合金魂でもこれあったんですけど、これは余剰パーツだったんですね。うん。なんですけど、今回のね、座合体何がいいってね、これ、ほら、展開できて、こんな感じにできるんですよ。だから、ちょっとね、形状変わりますけど、ビッグモスのね、スマートガンをこういう形で良ければ、先ほどのね、増加パーツを余剰パーツにしなくていいっていうね、こういう配慮があるんですね。素晴らしい。これがね、すごくいいなと思いました。ね、で、こちらを持たすことができます。こちらを拳に持たしまして、えい。でもこれね、持つの大変なんですよね。よいしょ。はい。こんな感じで。
なかなか持ったまんまよ。ポージングはなかなか大変なんですが、よいしょ。何せね、この銃自体も結構重たいんですね。だからこのような感じでポージングを取らせますと、できた。おー。こんな感じで、いやー、怖い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 。重たい。意外と大変ですね。ちょっと簡単に構えさせようと思ったんですけど、なかなかそう問屋は下ろしてくれないようで。よよいしょ。お、これでどうでしょうか。かかとパーツをちょっと起こして。もう1クリック。できた。おー、できたー。いやー、大変。この重量との戦いですね。でも、このド迫力。いやー、ポージングにめちゃめちゃ戸惑ってしまいましたけれども、めちゃくちゃ迫力ありますね、これ。とにかくでかいんですよ。ちょっとね、どれぐらいでかいかっていうのを、ちょっとね、お伝えしたいんですが、例えば、はい、じゃじゃん。こいつと一緒に並べてみると、こんな感じです。一般的なトランスフォーマーの約2倍近いサイズがありますね。もしくは、はい。ミニプラと並べるとこんな感じですね。このサイズさ。こんだけあるんですよ。いかにでかいか。だって、このライフルだけでミニプラ1体分ぐらいありますからね。すごいボリュームとド迫力。これかっこいいな。いやもうちょっとね、ビッグモスだけでちょっとお腹いっぱいになってきますね。いかんいかん。という感じでね、なかなか素晴らしいビッグモスですが、こちらもですね、野生の力が爆発しますと、アグレッシブビーストモードの方に変形することができますので、そちらの方をやっていきたいと思います。はい、スネマさん、余らせるくらいならこっちの方が全然いい。むしろ展開式にすることでよりかっこよさが増してますね。もうほんとそうですね。やっぱこれね、すごく僕はね、大正解だと思います。設定通りじゃないとかっていうのは、もう本当にね、どうでもいいっす。本当にどうでもいい。
いや、それよりもね、あまりパーツじゃない。むしろかっこいいってね、このね、先端がでかくなることによるかっこよさみたいなのもありますからね。いや、これはめちゃくちゃいいアレンジだと思います。さあ、アグレッシブビーストモードの方に変形していきたいと思います。はい、まずはですね、まずはどこからやっていこう。手からやっていきますかね。まずは角の方を上げまして、はい、頭部ユニットの方を回転して、頭部を中に突っ込みます。おっと。はい。これで中に頭部が隠れました。はい、そうしましたら、こちら、こちらのコックピットブロックの方を、上面に上げまして、よいしょ。結構ね、いろんなところに可動軸があるからね、調節するのが結構大変なんですね。で、こちらを耳の、角のブロックを、牙だ。牙のブロックを下に下げまして、で先ほど取り外しましたゾウさんの花ですね。こちらを元に戻します。で、ぐいっと、はい、くっつけておきます。はい、そうしましたら、拳ですね。はい、拳を、握り拳を作っておきまして、で、拳を中に畳みます。はい。こちらも同様ですね。よいしょ。中にしまっておきます。そうしましたら、ここにゾウさんの爪が隠れてますので、こちらを出しておきます。はい、そうしましたら、腕を前側に起こしていきます。よっ。こうかな。よっ。はい、そうしましたら、先ほどのスイングを機構を使って、股関節のユニットごと、よいしょ。後ろ側にスライドさせます。で、そうしましたら、ここくるっと回転いたしまして、足を作ります。で、膝のアーマーがロックになってますので、このロックを外しまして、中にしまい込みます。こちらも同様ですね。よっ、しまいます。そうすると足が短くなります。よっ。はい、そうしましたら、よっ。腕を少し調節して伸ばしておきます。よっ。
このね、腕のね、肩の関節が、ごめんなさい、見れてなかった。このね、肩の関節がね、結構位置がね、大事で、ロボットの時は、こういう感じの位置だったんですけど、マンモスの時は、下にずらして少しね、伸ばすんですね。そうすると、後ろ足との、長さがね、ちょうど、はい、マッチして、立たせやすくなります。結構ここのね、調節がいろいろ大変。これで OK かな？うん。こんな感じで OK ですかね。はい。これで完成。ビッグモスアグレッシブビーストモードだ、イェイ。おー、完成いたしました。もうね、重てえし、いろいろ干渉するし、めちゃめちゃ大変なんですけど、できました。アグレッシブビーストモード。いや、めちゃめちゃかっこいいですね。ランドクーガー、ランドライガーの時も言えたんですけど、すごく存在感があって、めちゃくちゃかっこいいアグレッシブビーストモードだと思います。増産的なかっこよさがものすごく前面に出てる感じ。いや、これはめちゃくちゃかっこいいですね。やっぱりね、先ほど言ったように、この肩の関節ですね。ここの関節の機構が結構複雑で、ここの可動軸とここの可動軸で2個に分かれてるんですね。で、こうクランクで上げることによって短くなったり長くなったりっていう感じで調節しております。で、今ものすごく一番長い状態にしてますと、この長さと後ろ足の長さがちょうど釣り合うんですね。これによって体が水平を保ってくれる形になりまして、これでね、すごく安定したゾウさんのボディを構成することができました。またね、可動も優秀なので、こんなね、あんまりゾウさんらしからぬ感じのポーズも取れたり。ね、そうじゃなくても、ここの、はい、二の腕のところでね、ロール軸があるので、少し表情のついた、はい、可動をさせて、多少のポーズをね、取らせるっていうのもいいかもしれません。いやー、でも、なかなかね、一つ一つ、モールドも細かいですし、存在感もすごくあるしね。なんかこのモールドがものすごく細かいことによって、やっぱ巨大感がすごく、あの、醸し出されますので、めちゃめちゃこう、かっこいいですね。巨大なメカだっていうのがね、これでこう、強調されてる感じ。それと、このね、マンモスの、この耳がね、どうしてもこう、下垂れしてるんですけど、ここにさらにね、先ほどの肩のパーツを畳んでるんですけど、この畳んだね、パーツもこんな感じでね、ちょうど X 字みたいな感じになって、結構、かっこいい感じの、はい、パーツがね、こんな感じで X 字になって出てきてくれてるので、ゾウさんの顔としてはめちゃめちゃかっこいい感じになってますね。これはすごくかっこいいです。なんか、アニマルモードなんですけど、すごくミリタリーチックというか、巨大なね、兵器っていう感じがして、すごいかっこいいですね。はい、というのが、こちらのビッグモスのアグレッシブビーストモードでした。さあ、最後に主人公機の方をやっていきたいと思います。少々お待ちください。よいしょ。
ちょっとね、思いつきなんですけど、お遊び程度にね、同じマンモスとしてですね、こんなのもいたので、ちょっと連れてきました。ちょっとパカパカ外れちゃってるんですけど、同じマンモスのこちら、ドドン。はい、ビッグコンボイくんを最近ね、ちょっと話題になってるビッグコンボイも連れてきました。ちょっと今すいませんね、ちょっとパネルがいいな、パカパカ外れちゃってるんですけど、あ、なんだろう。あれでもデカさ的になんかビッグコンボイも結構ため張ってますね。あれ意外だな。意外とため張ってるサイズがあります、ビッグコンボイくん。ビッグコンボイくんこんなでかいの？あ、そうなんだ。初めて知ったぞ。あ、意外とため張ってますね。同じぐらいのサイズのマンモスでした。マンモス比べ。失礼いたしました。よっ。さあ、最後に、こちら。ドドン。さあ、主人公機であるイーグルファイターですね。はい、こちらの方をやっていきたいと思います。まずはね、ビッグモスがね、めちゃめちゃ大変だったんで、こいつは楽です。主人公機なんですけど、一番楽。なので、ちょっとやっていきたいと思います。まずはちょっと変形をさせていきます。戻し変形の方をちょっとやりつつ。よっ。でもちょっと関節が怖い。よいしょ。関節が怖い。はい。これで戻し変形完成いたしました。はい。こちらが主人公の藤原忍くんの愛機になっておりますイーグルファイターです。こちらがイーグルファイターの、ビークルモードですね。はい。小型戦闘機になっております。おー。これはかっこいいね。めちゃめちゃシャープ。このね、わしのこのね、機種の部分がすごい鋭いんですけど、これがかっこいいですね。うん。めちゃくちゃかっこいい。あ、これは素晴らしいな、造形が。そしてここね、このキャノピーの部分がクリアパーツで、こちらも、はい、コックピットシートの方が細かく造形されていて、すごくかっこいいです。いや、これいいですね。めちゃくちゃかっこいい。うん。で、こちらはですね、腕の部分がこうやってぐるっと後ろの方に折りたたまれてる状態なんですけど、こんな感じで伸ばして、前の方に持ってきたりすることもできます。で、開き手パーツの、拳もありますので、そちらをつけると、こう開いた感じの手で前に、はい、展開してね、これがね、鳥の、手というか、爪というかね、っていう感じにすることもできるんですが、
僕はですね、あんまり拳をね、いろいろ取り替えたくないので、こちらの、はい、穴開きの持ち手を、常設しておりますので、ちょっとね、開き手ではないんですけれども、こんな感じでアレンジすることも可能です。で、後ろの方にこのように畳んでおくことも可能。いや、でもこれかっこいいですね。うん。で、他のね、センチネルであるとか、超合金魂であるとか、あとはね、デラックス超合金であるとかの、イーグルファイターよりもかなり大きいですね。結構大きいと思います。まあ、デラックス超合金が一番でっかいですけど、まあ、デラックス超合金に匹敵するぐらいでかいと思います。という、大きさがあるからこその、結構これだけのね、ギミックとプロポーションとを両立させるようなことができていると思います。めちゃくちゃかっこいいイーグルファイターですね。うん。で、さらにですね、こちらは、ちょっと順番が変わってしまうんですけども、こちらのイーグルファイターも実は3パターンチェンジャーということなんですよ、設定ではね。こちらが、ビークルモードですね、ノーマルモードで、その他にヒューマノイドモードとアグレッシブビーストモードと3パターンあるっていう設定なんですけど、でもね、玩具としては、あの、再現されてなかったんですよね、今まで。はい。っていうのは、このイーグルファイターのアグレッシブモードだけ、これが変形するわけじゃないんですね、形が。形が変形するわけじゃなくて、なんかね、こいつがね、オーラをまとうんですよ。で、オーラをまとった姿がアグレッシブビーストモードなんですね、これの。だけど、これはね、今まで、このオーラまといは、まあね、ただのエフェクトなんで、再現されたことがなかったんですけど、今回ね、座合体で初めて、この、オーラというパーツがですね、あの、組み込まれました。なので、こちらをですね、かぶせますと、おそらく立体物で初めて、本当の意味でのイーグルファイターのアグレッシブビーストモードが、はい、再現されました。イエーイ。これ、素晴らしいね。これが、イーグルファイターのアグレッシブビーストモードなんですよね。でね、ちゃんとこれ、生配信だとね、ちょっと分かりにくいんですけど、もうね、これちゃんと、この、クリアパーツで中のね、イーグルファイターが見えるんですよね、しっかり。うん、これね、結構青が、濃い青なんですけど、ちゃんと中身が透けて見えます。いや、これすごくいい。これ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 。これでこうね、突っ込んで相手を倒すんですよ。ドカーン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 って。これがね、イーグルファイターの最強モードなんですよね。いや、これは素晴らしいな。はい、ということでですね、ここから、はい、ノーマルモードの方に、変形させていきたい、ノーマルモードじゃなくて、ヒューマノイドモードの方に変形させていきたいと思います。はい、こちら、素晴らしいパーツでしたが、一旦取り外します。はい。で、こちらがビークルモードですけれども、ここから変形させて、ヒューマノイドモードにしていきたいと思います。はい、まずはですね、こちら、足を展開いたします。そうしましたら、つま先を前の方に、回転させます。そうしましたら、こちら腕ですね。この腕を伸ばしまして、伸ばしまして、
そうしましたら、これ肩をぐるっと前に持ってきます。はい。そうしましたら、肩のパーツをここでぐりっと前側にします。前側に回転。そうしましたら、腕をこのような形で回転させまして、はい、そうしましたら、こちらの機種のパーツですね。鳥の頭の方を、はい、短くしておきます。そうしましたら、頭部のカバーを後ろ側にまとめまして、はい、ウィングの基部を回転させて上側に持っていきます。さあ、これで完成。イーグルファイター、ヒューマノイドモードだ、イェイ。おー、かっこいいですね。なんだろう。今までの、イーグルファイターのヒューマノイドモードの中で、一番ちゃんとロボットしてる感じ。一番ちゃんとヒーローロボットしてる感じのまとまり感ですね。いや、これはめちゃめちゃ素晴らしい。ちゃんとこのイーグルファイターで、ロボットモードをちゃんと向き合っているのは、なかなかなかったですよね。うん。いや、なんたってこれヘッドマスターなんで、このヘッドマスターが変形できる3パターンっていうかね、ジェットからロボットに変形できるってだけでもすごかったんですよ。やっぱりこいつだけ、3パターンチェンジャーといえば、頭部パーツに変形するっていう意味で3パターンチェンジャーと言えますからね。うん。他の重戦機体の3つは、意外とダンクーガに変形、合体する際は、ヒューマノイドモード前だったり、ビークルモード前だったりしてたんですけど、こいつだけは頭部としてしっかり変形しなきゃいけないですし、でね、ジェットモードにもならなきゃいけないし、人型にもならなきゃいけない。だけど一番ちっちゃいっていうね、すごい難易度の高いやつなんですよね、重戦機体の中でも。だからこそ、まあ変形できるんだからいいじゃないっていう感じで、あの、扱われていた感のあるロボだと思うんですよね。うん。だけど、このザガッタイはね、イーグルファイターのヒューマノイドモードにね、ちゃんと向き合ってる。そう、ちゃんとかっこいいです。で、この何が素晴らしいって、やっぱこのね、可動がね、ちゃんと足開きの可動があったりします。足が開く可動があったり、うん。あとね、腕もしっかりと可動しますし、ね。で、頭部もね、ちゃんと造形されててめっちゃかっこいいんですよ、これ。顔のね、この造形、本当にかっこいいね。これもね、ちょっと若干モブ顔なんですよね、他のやつらは。だけど、ザガッタイは本当にしっかりちゃんとヒーローロボットなしてる顔してますね。ちゃんとかっこいい顔してます。で、またね、拳もちゃんと造形されてるんですよ。しかも、このサイズで穴開きの握り手があるっていう素晴らしさ。だから、こいつ、このまんまね、ほら、握り手にこうやって差し込んで銃持てるんですよ。専用の銃、ライフルを。
こうやってね、構えることができるんですよね。で、ちなみにこれね、頭部、なんとね、こう回転の可動があるんですよね。だから、こんなことができちゃうの。イーグルファイターで。かつてこんなことができるイーグルファイターがいただろうか。めちゃくちゃすごいよね、これね。おっと、外れた。よいしょ。足がね、ボールジョイントなんで、ここまで股関節開くことができるんですね。いやー、だからほら、イーグルファイターでこんなにちゃんと人型ロボットとして、まっとうにこう成立している、これです。このイーグルファイターちょっとさ、ちょっとお化けだよね。これかっこいい。やっぱりね、主人公ロボなんで、その主人公ロボがね、今までちょっとおざなりにされすぎていた。しょうがないんだけどね、サイズ的にね。だってセンチネルなんて、もっとこんなちっちゃいから、変形できるだけすごいなんて言われてましたからね。うん。で、確かにセンチネルのイーグルファイターはね、もっと簡易変形なんですよ。だけどね、サイズ的によく変形機構盛り込みましたね、みたいな感じの、やつだったんですね。いや、それに、まあ、サイズ差はありますけれども、いや、すごいね、そこから考えると、このね、ちゃんとかっこいいイーグルファイターっていうのは素晴らしいですよ。やっぱこのね、細部にこそ魂が宿るとか言いますけど、そうですね。この一番ちっちゃいイーグルファイターに、これだけちゃんと情熱を注ぎ込んでるっていうことが、このダンクーガの価値をより高めている感じがすごくしますね。でまたね、こういう風になった時に、このクリアパーツがね、でかいんですよ。クリアパーツがでかい。これがね、クリアパーツかそうでないかで、いや、このイーグルファイターのかっこよさというか、完成度は、もう雲泥の差になると思いますね。いや、これよくぞクリアパーツにしてくれましたって感じです。めちゃくちゃいい。いやー、これはちょっとイーグルファイターだけでもね、お腹いっぱいですね。これは本当にいいよ。はい、チワさん、無駄のない変形ギミックだと、変形疲れがむしろ癒し。あ、先ほどのビッグモスですね。いや、もう本当にね、関節がね、いっぱいあるから、意外とビッグモス簡易変形っぽいけど、ちゃんとした適正ポジションにするの超大変なんですよね。しかも重いしね。でもね、それだけ凝って、こだわって作ってるっていう意味ですから、むしろ歓迎ですね。こちら側とすると、すごくいいと思います。チアンさん、超合金魂のイーグルファイターだけ学校に持って行って変形させたら同級生たちにめちゃくちゃ驚いてた思い出。なかなかロックなことをしていますね。いや、でもね、すごいいいですね。そういう、それがこう、ちゃんと盛り上がってくれる友達たちっていうのが素晴らしいですね。いや、もう学生自分の僕では考えられない。いや、学生の時に、これイーグルファイターだよなんつって小学校に持ってったりしたら、もう大変だったと思います。もういじめがすごいと。
うわ、こいつなんかロボットとかで遊んでるとか言ってね、すっごいバカにされましたね。嫌なやつが多かったからね、昔はね。まあでも結構今もそうらしいですけどね、なんかね。なかなか素晴らしい学生生活だなと思います。スネマさん、めっちゃいい。今までは脳内のみでオーラをまとわせていたのに、再現されていたのに、まとわせて再現していたのに、ね、脳内再生していたものがね、ちゃんとね、物質として権限してくれたっていうのは、ちょっとレベルが違うよね。確かに確かに。いや、あれはね、ちょっと感動しましたね。チェアさん、超合金魂は腕は棒だし、えー、横差しでしたからね。そう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 、これね。この銃は、横からね、こう、腕にぶっ刺す形で、保持してたんですよね。だからこう、ちゃんと拳で持てるっていうのは、うん。まあでも僕、超合金魂でも、いや、素晴らしい、素晴らしいってずっと思ってたんですよ。思ってたし、今も思ってるんですけど、やっぱりこう、直で手で持てるっていうのは、言ってやっぱりでかいですね。だからこそちょっと感動しました。手で持ってるっていうね、感動があります。またね、昭和とか平成とかのね、こういうロボット玩具、ヒーローロボットで、しかも主人公ロボット機で、あの、だと、やっぱりこいつが持つのって大体剣じゃないですか。普通は。これをさ、ライフルで統一してるっていうところも、なかなかロックですよね。この渋さこんなヒーローロボットなのに、こんな渋い感じ。いいよね。一番いい。チアさん、進化がすごい。もうほんとね。じゃあ、やっぱね、ザガッタイは、田中宏さんがね、超合金魂でできなかったことを、ね、もう、もりもりに盛り込んだなんて言ってましたから、やっぱこういうところはね、進化してるところ、めちゃめちゃ進化してるところなんだろうなと思いました。いやー、ようやっと重戦機体のすべてを紹介することができました。すごい時間になっております。もう12時だ。やばい。やばい。やばい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 。これからがメインディッシュなのに。でもね、今回はちょっとね、生配信、お誕生日生配信なんで、ちょっとね、最後まで突き進みます。やっぱりね、僕の大好きなダンクーガなんで、やっぱりここはじっくりやりたいですからね。なので、ここからダンクーガの方に、合体していきたいと思います。それでは行くぞ合体だ。さあ、ここから合体させたいと思います。まずはですね、ランドクーガー、ランドライガーの方から変形させていきます。はい、こちらはですね、単純に、ビークルモードの方に戻し変形をいたします。よっ。やっぱりね、この、動画撮るときもそうなんですけど、やっぱりね、こう、いろいろね、余計なことを喋ると、玩具、玩具レビューの場合はね、長くなりますからね。本当に。で、こんな感じで変形させておきます。オタファさんも、なんかね、結構ね、動画とかで、ね、ちょっと、
まつわるね、玩具にまつわることとかを結構喋った時によく言ってるのが、あ、なんかちょっと話が長かったね、ごめんね、みたいな感じのことを言うんですよ。ね、なんか全然そんなことないのになとかって思うんですけど、すっごいやっぱそこら辺気にしてるんですよね。気にして動画撮ってるというか、ああ、やっぱりダメなんだと思ってね。わかんないからね、こっちはね。もうだから僕なんてもう満額で全部言ってますから。もうね、見てくださって、付き合ってくださってる方は本当にね、ありがとうございますって感じですね。はい、こんな感じで、はい、変形いたしました。で、変形した際にね、ここのパーツを起こしておきます。これ合体ジョイントになっております。ね、こちらもそうです。はい、これでランドクーガー、ランドライガーの合体準備完成です。さあ、続きましては一番大変なビッグモス。ビッグモスの変形をちょっと覚悟してやっていきたいと思います。これ大変なんですよね。はい、まずはですね、ヒューマノイドモードの方に変形いたします。腕を戻しまして、はい。で、そうしましたら、こちらを戻しつつ、で、こうですね。くるっと回転。で、まあ、最初はこうしときますか。はい。回転いたしましたら、足ですね。足を、よいしょ。と失礼。はい。戻しましたら、このまんま股関節の軸を、ね、この時にね、結構、このアーマーの方が干渉するんですね。よい。いきます。怖い怖い怖い。せーの。えい。あ、いきました。はい。これで股関節スライドできました。そうしましたら、膝アーマーを立てて足を伸ばします。こちらも伸ばします。はい。これで足が伸びました。はい。そうしましたら、先ほどのように、拳をスライドして出しておきます。こちらも同様です。いやー、ダンクーガーかっこいいですね、やっぱり。で、各部を整えまして、で、ゾウさんの鼻を外して、はい、股関節の方に突っ込んで、あ、逆だ。股関節の方に突っ込みまして、で、ゾウさんの鼻は胴体の方に沿わせておきます。さあ、これでビッグモスの合体準備も完成です。さあさあさあ。そうしましたら、先に合体させちゃいましょう。はい、下駄を合体させていきたいと思います。こちらはですね、つま先を畳みまして、こちらの足の裏にあるこのパーツが合体ジョイントになっております。ので、この合体ジョイントを一旦起こします。
こんな感じになっております。この合体ジョイントを起こしておきます。よいしょ。はい、そうしましたら、この合体ジョイントを、この先ほどのね、スラスターパーツの方にスライドで差し込みます。結構大変。結構大変。せーの。よっ。これ結構硬いですね。よっ。よよ。はい。スライドでできました。はい、そうしましたら、はい、こちらの先ほど起こしたこのジョイントでさらにロックします。せーの。勝て。せーの。足が外れちゃった。すいません。ちょっと力を入れます。やっぱね、手伸ばしながらだと大変ですね。しかもね、ちょっと力入れなきゃいけないのと大変。よいしょ。はっ。これ、入った。はい、なんとか入りました。はい、こんな感じで、カチッと入りました。さあ、こちら側も同様にやっていきます。いやー、これ結構大変ですね。結構大変よ。ただね、足を合体させるだけだと思いきや、めちゃめちゃ大変ですね。しかもね、結構力いるんですよ。だからこう、で、しかも、合体させるときずっとこの重たいビッグモス持ってないといけないんで、すげえ大変。よいしょ。こう、スライドすんの超きつい。これスライド超硬いですね。よし、入った。そのスライドした後に、これを差し込むのも結構大変。よいしょ。あ、入った。で、足もロック。足のロックも外れちゃったので、もう一回やるんですが、この足のロックをやりました。はい。OK。これで足の下駄が履けました。いやー、大変だった。なんとか履けました。さあ、そうしましたら、最後、イーグルファイターです。主人公機のイーグルファイター。こちらを、まずは、ビークルモードの方に変形させていきたいと思います。このような形で変形をさせまして、
はい。こうか。で、こうして、後ろに持ってきまして、結構ね、この関節の向きがあるんですよね。関節の向き整えつつ、こうね、結構ね、20クランクぐらいな感じで、こう、まとめて、ぐるっとこうまとめないといけないですね。ここにぐるっとね。これ結構大変。でも細かいですね。ものすごい細かい。よくこれ作ったわ。すごい。はい、そうしましたら足を後ろ側にぐるっと回して、はい、これでビークルモード完成です。で、そうしましたら、このビークルモードからさらに足を下に曲げます。ね。曲げまして、で、機種を内側に縮めておきます。で、そうしましたら、ここですね。はい。イーグルファイターの、はい、ウィングブロックをぐわーっと90度起こしますと、中からダンクーガの顔が出てまいります。で、そうしましたら、ウィングを畳んで、で、この左右のダボ穴に差し込んで位置を固定します。これが結構大変。あ、入った。はい。これで完成いたしました。ダンクーガの頭部です。で、合体ジョイントはこの中になっております。あ、これか、こうか。まあいいか。で、こちらを、あ、これを出さなきゃいけない。失礼。これをこうして、ここでこうだよね。はいはい。はい、そうしましたら、こちら、ダンクーガのボディ側ですね。ここに合体ジョイントがあるので、こう起こしておきます。はい、そうしましたら、こちらの方に頭部の方をヘッドオン。グッと差し込みまして、さあ、これで完成。ダンクーガだイエーイおー、合体できましたこちらが、まずは、合体しました。いわゆる、高2番のダンクーガですね。高2番ダンクーガです。まあ、アニメのね、設定が通りというか、の、ダンクーガの、スタイルになってますね。うん。比較的丸い肩と、このね、細長い感じのゾウさんの耳という感じの、はい、スタイルになっております。おー、素晴らしいね。素晴らしい。なんだろう。うん。人型としてのまとまり具合は、ちょっと他のダンクーガのね、玩具とはちょっと違いますね。うん。かなりの、うん。人型としてのまとまりが
あるように思います。めちゃくちゃかっこいいな、しかし。よ。うん。で、こちらのダンクーガは、まあ先ほどのね、ビッグモスの時のボディそのまんまっていう感じじゃないですか。なので、ちょっとね、こちらを、アレンジ版としてですね、今度は、はい、大バリ版のね、バリってる感じのダンクーガの方にしていきたいと思います。こちらの場合は、はい、ゾウさんの耳をより広げまして、巨大なブレストパーツにいたします。でそうしましたら、今度は、この肩のパーツですね。この肩のパーツを広げて展開していきますと、はい、肩がね、尖ったアーマーに、はい、拡張することができます。これすごいね。これね、三重にこう折りたたまれてたんですよ、ここ。一回広げて肩を出すって感じですね。で、撫で型だったものをぐっと上げる。で、腕をちょっと伸ばします。はい。これで、おおできました。この二の腕のね、複雑な形状によの関節があったんですけど、これによってですね、大張り版のダンクーガを作った時にも、こんな感じでね、うん、腕をね、長くして、プロポーションをね、良くすることもできますし、こんな感じでね、アレンジの幅をね、広げてくれる、非常に素晴らしい関節になっております。おー、かっこいいね。もうちょっとこれ、関節、あ、これ、こうか。こういうこと？あ、でもこれロック効かないよな、やっぱり。こうでいいのか。ワンクリック。これのけぞっちゃう。失礼しました。ちょっとね、今、8の字にしたときにちょっと前に倒れてしまう問題があって、それで今ね、ちょっとさっきからちょこちょこ調節してました。なかなか、まあいいか。はい、こんな感じで、非常にかっこいい形になっております。おー、素晴らしいね。めちゃくちゃかっこいい。ああ、いいね。ダンクーガだ、これが。素晴らしい。さあ、そしてですね、さらに、ここに、こちらですね。はい。支援機ガルーダ。この支援機ガルーダと合体することで、ウィングユニットを合体させることが可能です。なので、ちょっと合体させていきたいと思います。
はい、こちらのね、ガルーダは、ここをね、回転式にするんですね。超合金魂の時はこれがそのままこうやって、下に、回転していたんで、このね、ウィン、ブースターユニットが横向いちゃってたんですよね。飛行機モードの時は。でこれ回転することによって、ちゃんと垂直方向にある、垂直方向を向いてくれているので、この方がいいですよね。かっこいい。で、またね、この角度が取れるんですよ。この角度が。でこれがすごくいいですね。で、この機種の部分も折りたたむことができます。そうしましたら、こちら合体ジョイントを展開いたします。はい。そうしましたら、こちら背中に合体させていきたいと思います。背中の合体ジョイントの方に、こちらを差し込みまして、そうしましたら、肩の方でロック。肩で、ロックします。はい、ロックいたしました。おー、これによって、おー、初デカウィングブースターを装備したダンクガだイェイかっこよすげえかっこいいね。おー、これは、なんというかっこよさか。そしてこのね、ダンクーガの顔ね。いや、非常にイケメンですね。かなり尖っております。いや、非常にいい顔、面構えをしてますね。そしてまたね、ここのイーグルファイターのコックピットのこのクリアパーツがここでもね、いい仕事してます。やっぱこうやって見えるね、こうやって覗く、隙間から覗くね、このコックピットがクリアパーツっていうのは、めちゃくちゃいいです。いやー、これはかっちょいい。まあ確かにね、ただね、遊びやすさという意味で言うと、そこまでは遊びやすくはないです。なぜかというと、めちゃくちゃ重たい。だけどね、存在感は多分一番あります。今までのダンクーガの中で。いやー、かっこいいね。そして、必殺武器のダンクー剣。こちらを装備いたします。これももちろん持ち手の方に持たすことができますので、よいしょ。ここで差し込んで、はい。ダンクー剣装備。おーでかいめちゃくちゃかっこいいな。おー、これはめちゃくちゃかっこいいな。ちょっと最高ですね。さらにね、こちら。はい、ダイガンですね。これテレビシリーズだとこれが最強必殺武器だったんですけど、ダイガンを作っていきます。先ほど言ったようにね、ここ展開すると、はい、ここで
他の武器の接続ユニットを作ることができます。で、ここにランドクーガーとランドライガーの武器、これを差し込みます。はい。で、そうしましたら、こちらに、はい、申し訳なさ程度にですね、ここに、ちょっとだけね、イーグルファイターのライフルも接続しておきます。で、そうしましたら、こちらのフォアグリップの方を、展開します。こちらを展開。開いて、少々お待ちください。あ、これは開かないんだ。失礼。これはこのままなんだ。なるほど。失礼いたしました。これで完成ですね。これで完成です。こちらで完成、ダイガンです。で、このダイガンも持たせていきます。ここで、グリップに持たせて、おお、なんという巨大さ。ここでグリップを内に入れることで、いろいろ干渉しますね。持たせるの大変。よ。大変だけど頑張る。よいしょ。おー、できたー。できました。でも大眼、重い。でも大眼持った。おー、かっこいい。すごいサイズの武器ですね。めちゃめちゃでかい。ちょっと後ほどポーズを取るのは諦めます。いや、めちゃくちゃかっちょいいな、しかし。やっぱりこう、ダンクーがめちゃくちゃかっこいいですね。ちょっと最後にですね、やりたいことがあったので、それだけやらせてください。よ。それは何かというと、ドド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 ドン。うわ。ドドン。はい、センチネル版ダンク、ファイナルダンクーが。おー、そして、ドドドドドドド、ドドン、デラックス超合金版ダンクーが。
はい。このような形になっております。すいません。じゃあ、超合金魂も持ってこようと思ったんですけど、ちょっとなかなかね、持ってこれず。とりあえずこんな感じになっております。おー素晴らしい。違うんだよ、母ちゃん状態ですけれども。はい、これは全然違わないですね。全然違いますね。やっぱりセンチネル版はちょっとちっちゃいんですよね。ザガッタイ版に比べたら。うん。いや、こっちはこっちですごいね、まとまりが良くてかっこいいんですけど、うん。いやー、でもやっぱり、ザガッタイ版は、やっぱ完成度が一番やっぱり高いですね。うん。めちゃめちゃ完成度高い。いや、これはちょっと決定版だったな。うん。やっぱ遊びやすさっていうと、やっぱ超合金魂版の方が遊びやすいかもしんないですけど、うん、でもね、やっぱりこう、満足度、充実感とかね、うん、やっぱ豪華感とか、やっぱ完成度合いで言うと、やっぱザ合体が群を抜いてる感じしますね。めちゃくちゃかっこいいです。いやー、でも、思っていたよりも時間がかかりました。すげえ焦っちゃった。いや、でも、嬉しいな。今回はね、ちょっと僕の、お誕生日生配信ということでしたので、いや、僕がね、もうずっとね、やりたかった、ザガッタイ版ダンクーがやらせていただきました。うん。いや、ちょっとね、生配信でドギマギしちゃってですね、なかなか、うまくできなかったんですけれども、いや、でもそれでもね、この大好きなダンクーガをね、できたので、いやー、感無量です。ありがとうございます。お付き合いいただきまして。いやー、これはいいな。ちょっとしばらく眺めていたいですね、これ。あ、コメントいただいてますね。えっと、どこまで読んだんだっけ。あ、チワさん、ビッグモスはヒューマノイドからそのまま合体させたくなりますね。確かに。あの、毎回毎回いろいろね、変形させるのがかなり大変ですからね。うん。まあ、だけどね、うん、いろいろカチャ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 やるのはね、楽しいんですけどね、なかなか生配信でやるとなると、結構大変っていうね。チアさん、獣を超え、人を超え、そして神になる。それが究極のマシン、ダンクーガ。めちゃめちゃいいね。そう。どこからかね、聞こえてくるね。素晴らしい、渋いね。渋い声で聞こえてくるんですよね。そして、獣を超え、人を超え、そして神になるとかってね、どこから聞こえてくるのかよくわかんない声が聞こえてくるんですよね。合体シーンの時にね。これがね、素晴らしいんです。常山さん、サイコー。最高ね。いや、もうね、ちょっと焦点しかかりました、僕も。チアさん、可動式バリ。ここら辺のね、このバリっちゃってるところね。これすごくいいよね。ね、パタパタ変形で、バリ版の肩も作りつつ、高2番のこのね、撫で型もちゃんと作りつつ、ね、この、この胸、バリの胸も作りつつ、高2の胸も作りつつっていうね、この愛の交換がすごくいい。で、それもね、両方ともちゃんとね、高い次元でまとめてくれてるんですよね。いや、これがね、すごくかっこいい。またやっぱね、人型形態としてめちゃくちゃマッシブで、
すごいかっこいいプロポーションしてるんですよね。うん。で、さっきのビッグモスの状態でもすごく、プロポーションまとまってたのに、こうやってね、結構大きめの下駄履いてね、頭部もでかくなったんですけど、いや、むしろもっとまとまり良くなったぐらいの感じがするので、なかなかこのプロポーションのね、作り方というか、ラインの出し方もね、すごく、こだわってんだろうなと思います。なんかね、そう、不思議なくらいどっち側でもまとまりがいいっていうね。いや、これはすごくいいと思います。チアさん、超合金魂はパンフにも最大公約数と言われてましたが、ザ合体鋼ワークスは設定画もアニメ作画もできるいいとこ取りなのはヒロさんの執念を感じます。ああ、確かにそうですね。なんだろうな、なんかこう、超合金魂もすごくね、最適解というか、ダンクーがここまでまとめましたかっていう凄さみたいなのがあったんですけど、ザ合体は、なんだろうな、その超合金魂が出した答えともちょっと違うんですよね。うん。だからなんかこうね、いろいろ可変させて、なんかいろんな正解をね、すべて含有している、量子学的な感じのやつになってますよね。うん。右にも左にもなれるみたいな、なんかね、そう、いいとこ取りっていうのはまさに本当におっしゃる通りですね。っていう感じの、うん、かっこよさを両立してる感じがしますね。だから、いやいや、なかなかすごいですね。これ、確かに、プロポーションとかね、そういうのギミックとかっていうのは、かなり最高峰なのは、最高峰だと思います。本当にそうだと思う。ただ、難点としては、やっぱね、でかくて重たい。でかくて重たいっていうのは、やっぱりこのかなりね、すごい、遊びやすさっていう部分でおいては、結構ネックになってる部分かなと思いました。いや、だからね、これね、いや、もちろん超合金魂とか、デラックス超合金とかっていうところからの、鋼ワークスだったと思うんですけど、だからそこら辺もね、こだわりっちゃこだわりだったんだと思うんですけど、やっぱね、これだけすごく秀逸なギミックとか作り込みをしているので、いや、僕はね、うん、超合金部分半分くらい減らしてもよかったんじゃないかなと思いましたね。うーん。これ、だから、ビッグモスのこの足とか、ボディの超合金はいらなかったかもな。ビッグモスはプラでよかった。で、超合金はむしろライガーとクーガーにまとめておいた方が良かった感じしますね。それだったらもう100点満点だったかもしんない。遊びやすさもすごくあったと思う。いや、これね、で、関節とライガークーガーを超合金にするだけでよかったんじゃないかな。うん。なんかこうね、注文つけたくなるとしたらそれぐらいですね。だから、モデロイドだとちょっと心配なのはね、イーグルファイターズ。イーグルファイター、もうこのサイズのイーグルファイターですら、あの腕の可動はやばいっすね。もう折れるんじゃねえかって思っちゃうぐらいな感じの変形なんで、もちろんね、肩の基部とかも超合金なんで、ちょっとやそっとじゃ折れたりはしないんでしょうけど、でもやっぱ根元持ちながらクリ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 やんないと、ちょっと怖い感じのレベルの可動なんですよ。細さと可動。だから、ね、モデロイドだともうワンサイズダウンするじゃないですか。もう変な話、センチネルダンクガぐらい
多分縮小されると思うんですね。ってなった時のイーグルファイターがちょっと怖いな。なんかオミットされちゃうと嫌だなっていうのはありますかね。って考えるとやっぱこのサイズ、このギミックを担保するならやっぱこのサイズはもしかしたらマストなのかもしれないとちょっと思っちゃいましたね。うん。チャーさん、スパロボで知り、ブースターも、ダンクー券も当時玩具にはなかったと知り、衝撃を受けたのも良い思い出。ああ、確かにね。このね、ダンクー券ってテレビに出てこないんですよ。ついぞ出てこない。で基本的にはぶん殴るだけなんですよね、これ。ぶん殴って、必殺技はぶん殴りか、最終的にはね、ダイガンなんですよ。最終必殺兵器はダイガンなんですね。だからね、結構ね、スパロボでは、ゲッタービームが指から出てるぐらいな感じの改変みたいな、イメージ改変は行われちゃってるんですよね。いや、でもね、それでいいんですよ。ダンクーガなんていうのはね、それでいいんです。一番素敵なダンクーガは皆さんの脳の中にありますでいいんですよ、ダンクーガは。もうね、僕もだって、こんなにダンクーガは魂の玩具だとか、魂のロボだなんて言ってますけど、アニメとか見たのね、だいぶ後ですからね。リアタイしてないですからね、僕、アニメ。もう、このデラックス玩具を買ってもらって、キャッキャキャッキャ言って遊んでるときはアニメなんて見てないですから。で、それでもね、僕はこんなに、もうおじさんになるまで引きずってるぐらい好きなんで、もうね、ダンクーガー何でもいいんですよ。アニメなんてのはおまけです。もうね、玩具が本体ですから、もう何でもいいんですよ。ダイヤクロンみたいな感じですから。もう、スネマンさん、スパロボのせいでダンクー券標準装備だと思ってた。本当ですね、こいつね。ダンクー工学券なんてね、出てこなかったんですよね。OVA で出てきましたからね、あれね。しかもガンドール砲がないと撃てないやつですからね。いや、なかなか、まあそういう意味でも、なんかこう、ダンクーガ感をスパロボが広げてくれたから、やっぱスパロボ様々ですね、本当に。いや、もう僕もね、スパロボではダンクーガを本当にね、鬼のように使い倒しましたね。僕の中ではもう本当、ゲッタードラゴンとダンクーガが、スパロボの主人公機でしたから。あと SRX ね。うん。基本合体できるやつ。変形合体がものすごいやつね。うん。チアさん、ね、モデロイドダンクーガデラックス超合金カラーに塗るのもありかな。確かにね。うん。このね、ちゃんと白とね、ちゃんと白とこのグリーンがかったグレーとね、アーミーチックな感じね。いや、それ素敵ですね。いやー、モデロイド出てほしいな。本当に。モデロイド出た時に、本当イーグルファイターの機能、変形機構だけがちょっとネックですね。ここだけがちょっと心配かな。やっぱりね、イーグルファイターが繊細なんでね。やっぱあの、あのレベルのイーグルファイター、やっぱこのぐらいのサイズ必須なのかもしれないなってちょっと思ったり。だから、モデロイドになった時に何かの機能をオミットしたり、差し替えが入ったりとかだったら嫌だなと思いつつ、モデロイドって意外となんかそこら辺大胆に差し替えとかやってきたりしなくもないですもんね。うん。ねえ、だって結構、雷神王なんて結構ね、爆竜王でやってくれましたからね。うん。だね、あれはちょっと怖いんだよな。ね、だけど、あれすごかったね、ミニ合体ね。ミニ合体版雷神王。モデロイドの時のね、あの苦しみを解消してくれましたね。あれはすごくいいな。
あれ、爆竜王、多分、差し替えなしですよね。ゴッドライジン王になるときも、ね、爆竜ドラゴンになる、変形するときも、多分差し替えないですよね、あれ。ライジン王は余剰パーツなしで合体とかっていう風には明言されてましたけどね。いや、あれは、ミニ合体はね、ちょっと楽しみだな。ね、イデオンとかも出るし、なんか、ミニ合体結構、機能もちゃんと揃えて出してくれるんだったら、いや、なんか、すごく期待のシリーズになりそうですよね。うん。下手したら、モデロイドを超えるぐらい、素晴らしいシリーズになってくれたらいいな、なんていうふうに思いましたね。あ、チアさん、ミニ合体変形、ゴッドライジン王は絶対買います。ね。あれはすごくいいよね、あれね。もう僕も感動しちゃった。うん、しかもね、ちゃんとゴッドライジャーの下駄がさ、ちゃんと合体下駄になってるのいいね。あれはね、うん。なんか、まあ、CM 図のやつみたいに、ね、結構こう、アレンジで、アニメチックにこうね、ちゃんとした下駄になってくれるっていう、アレンジがあるのもすごくいいなって思うけど、あのまんまね、そのままデラックスのまんま、ちゃんと合体してくれるっていうのもちょっと感動があるよね。あれはね、すごく良かったと思います。なんか今回のメカスマインパクトで一番良かったと思う。一番の目玉だったかも。それぐらい良かったですね。いやー、ということで、今回は僕のですね、お誕生日生配信ということで、はい、僕の大好きな大好きなダンクーガーの決定版とも言うべきザ合体版ダンクーガーを生配信にてレビューさせていただきました。いやー、最後まで合体できてほっとしております。いやー、ちょっと今回も長々と、配信してしまいまして申し訳ございませんでした。最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。いやー、楽しかったな。ちょっと焦っちゃったけどね、途中。いやー、やっぱダンクーガー最高ですね。またね、来週も、こちらのザ合体版ダンクーガでちょっと遊び倒していきたいと思います。次回はですね、はい、幻というかね、最近追加されました強化形態であります、アルティメットダンクーガ、こちらをレビューさせていただきたいと思いますので、ぜひぜひお時間がございましたら、来週もですね、毎週、土曜日の午後9時半から生配信したいと思いますので、ぜひぜひお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは、長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、バッチでした。また次回の配信もよろしくね。バイバーイ。またねー。